さあ、始まりました。ナスオ館長のムービームービング。今回は、この君たちはどう生きるかを連続して語っていく第6回目としてですね、映画館で見てきて、ようやくですね、自分の中の解釈がまとまってきたので、今回からこのとんでもない映画、君たちはどう生きるかを解説していきたいと思います。この番組は、ムービーがムービングしていくということで、映画の面白がり方を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。全く情報公開がされないまま公開日を迎えたこの映画なんですけども、見る人によって大きく評価が分かれる話題作になっているわけですね。言い換えれば、この2023年最大の問題作ということにもなるんですけども、この第6回はですね、君たちはどう生きるかの楽しみ方を皆さんにお伝えする回ということでですね、なんと、君たちはどう生きるかの物語には一切触れません。物語の解説をしていく前にですね、映画の内容には一切触れずに、心構え次第でですね、楽しめたり楽しめなかったりする、この君たちはどう生きるかの正しい受け止め方というのを今回お話ししていきたいと思うんですね。今回の内容でお話しするこの映画の受け止め方というのはですね、この以降に続けていくこの映画の内容の解説にとても重要な土台になっている考え方になっているので、もうこの映画を見たよという人も、まだこれからですよという人も、両方に見ていただきたい内容になっています。それではまずですね、世の中の反応が真っ二つに割れているというお話をまずしていきたいと思います。この君たちはどう生きるかが映画 .com の星5つ中ですね、何点になってるかと言いますと、今の時点で 3.3 という微妙な星の点数になっているんですね。中身を見てみると、この映画はつまらないという人と、この映画良かったっていう人の意見が真っ向から対立しているような形になってるんです。まず、つまらないと言っている人の意見をお話ししたいと思うんですけども、チャンネル登録者数が25万人を超えている某 YouTuber さんがですね、これを見て泣いてるバカがいるのと、感動したり泣いてる人は ADHD が自閉症であるというような発言をして、僕非常にショックを受けたんですけども、そんな怒ってる人もいてますし、Twitter などを見てますと、否定的な意見を言ってる人の意見としてはですね、何も伝わってこないとか、よくわからないとか、支離滅裂であるとかっていう意見が目立つんですね。一方ですね、良かったよという人の意見としては、とにかく最後泣けたとか、宮崎駿の集大成とか、人生の総集編みたいな褒め言葉があって、評価がむちゃくちゃ低い人がいる一方で、今までの中の最高傑作っていうぐらい大絶賛してる人もいるという、とんでもなくカオスな状態になってるんですね。これがなぜなのかと、なぜここまで評価が割れているのかということをこれからお話ししていきたいと思います。この映画、一つだけ注意しておかないといけないのが、子供に見せるもんではありませんでした。結構残酷なシーンであるとか、流血も多いですし、気持ち悪いキャラクターとかもいっぱい出てくるんで、今からお子さんを連れて映画館に行こうかなという人は、もう一旦やめていただいて、トトロ見せてる方がいいと思いますね。なので、今回の映画、全く子供向きではないので、お子さん側からの意見というのはもう全く無視してですね、大人だけに絞ってお話を進めていきます。話はですね、この君たちはどう生きるかから一旦離れたいと思うんですけども、最近僕は映画作品に対して受け取り手側の格差が開いているというふうに感じているんですね。というのも映画作品そのものが2種類に分かれてきていると僕は思うんですよ。今年公開された映画の中でいくと、マリオの映画とか、ワイルドスピードとか、ああいう映画のようにメッセージ性であるとか、ストーリー性なんかをもう全く無視したですね、とにかく見てる人が楽しめる分かりやすいエンタメ映画というのがありますね。それ以外にも、オットーという男とか、とにかく分かりやすくて泣けるという映画もあるわけですよ。これらの映画の特徴は、分かりやすいということでして、僕はこれらの映画のことを脳みそとか目とかから汁が出るですね。汁を出すのが目的の映画ということで、ポルノ映画という風に僕は位置づけてるんですね。2種類に分かれてきているといううちの一つは、こういったポルノ映画、分かりやすいポルノ映画ということになります。一方でですね、
フェイブルマンズとかイニシェリン島の精霊とかターみたいなメッセージ性や社会の情勢、そして複雑なテーマなどを盛り込んだ分かりにくい映画たちっていうのが一方であるんですね。これらの映画は先ほどのポルノ映画というのと真逆で、特徴は分かりにくいということなんですけども、こういうのを僕はアート映画というふうに位置づけてるんです。アート映画というのはまさにアートイコールですね、芸術作品という側面がありまして、見る人によって解釈がバラバラになるというところがあるんですね。逆に分かりにくさゆえの受け取り手側の解釈が分かれるところそのものがそういった映画の魅力になってるわけです。このように映画というのは分かりやすいポルノ志向の映画か分かりにくいアート志向の映画かというこの2つに分かれると皆さん思ってください。僕が専門にしているのは分かりにくいアート映画の方で、映画の面白がり方を皆さんにプレゼントしたいというこのムービームービングの番組のコンセプトにもなってるんですけども、アート志向の映画はいろんな解釈ができるんですけど、こういう解釈をしたら面白いかもしれないよというお話を僕はいつもしているわけですね。なんですけど僕自身もですね、たまにポルノをたしなむということがありまして、トップガンマーヴェリックを見て興奮して脳みそから汁を出したりとか、泣ける映画を見て泣いたりとか、そういうのもあるんですよ。だからそのポルノはポルノとしての魅力があり、アート映画はアートとしての魅力があるということなんですね。なのでこの動画を見てくださってる皆さんの中でもポルノ映画が好きな人とアート映画が好きな人で二手に分かれてると思うんですね。なんですけど僕はそれぞれのいいところとそれぞれの悪いところがあると思っているので、どちらが良くてどちらが悪いとかそういう話ではないんです。強いて言うならば、ポルノはポルノでたしなんで、アートはアートでたしなめる、その映画の受け取り方の幅が広い方が映画を楽しむことがよりできるようになるということを僕はお勧めしたいというぐらいですね。そこでこの君たちはどう生きるかの話に戻していきたいと思うんですけども、一体この映画はポルノなのかアートなのかという話なんですけども、今までの宮崎駿の作品というのはもう未来少年コナンの頃からもののけ姫まではですね、子供が見ても楽しめるような分かりやすいポルノ映画の様相を保ちながらですね、その枠の中で分かりにくいアート要素というのを実は入れているというハイブリッド型の監督なんですね。もののけ姫まではそのポルノとアートのバランス感がとっても整ってたんですよ。しかし千と千尋の神隠し以降ですね、だんだん物語がカオスになっていくという傾向が強くなってきまして、ついに風立ちぬになるとですね、子供たちでも楽しめるポルノの要素というのは一切なくなりまして、アートの映画になってきたわけですね。それは蛍の墓以降ですね、アート映画をずーっと突き詰めてきた師匠の高畑勲の影響が大きいんですけども、それはまた機会があれば語ります。そして今回のこの君たちはどう生きるかについてはどうなのかと言いますと、もうゴリッゴリのアート映画なんですよ。なので冒頭で紹介したつまらないという人たちの意見なんですが、なんか彼らは怒ってるんですけど、その中で多いのがわからないとかわかるように作れっていう意見が多いんですよ。それは要は宮崎駿が不親切な作品作りをしているということを指摘しているんですけども、この映画が理解できていないと思っている自分自身に腹が立ってるというところもあると思うんですね。それもそのはずで、宮崎駿自身が分かってもらおうと思って作ってないんですよ。分かる人だけ分かってくれたらいいんだというこのアート思考で作った映画がこの君たちはどう生きるかなんですね。そして肝心の宮崎駿本人はこの映画のことをどう思ってるかというと、自分自身でもよく分かっていないというコメントを初号試写の時にしまして、会場で見ていた人は笑ってしまってたという内容があったんですよ。そしてこの映画をプロデューサーの鈴木敏夫は宣伝をしない戦略だってかっこよく言ってるんですけど、それはね、宣伝をしないのではなくて、そんなとんでもない内容なので宣伝のしようがない。つまり宣伝をしないのではなく、宣伝ができない映画なんだというのが、これを見てもらったらよくわかると思うんですね。宮崎駿は第4回の動画でお話ししたんですけども、生の方から死の方に、そしてエンタメの方からアートの方に変化してきた作家なんですよ。見る人側がですね、この変化してきた宮崎駿というのを変化を無視してですね、昔の
トトロとかナウシカとかラピュタみたいな宮崎作品が見たいと思って、そういうイメージで見に行ってる人は今回大きな裏切りを受けるわけですよ。だから世の中に戸惑ってる人が多いんですね。現代美術の村上隆がツイッターで発言していた内容なんですけども、この映画は映画ファンではなく美術館に行くのが好きな人におすすめしたい作品ですということで、要は映画として見るんじゃなくて作品として鑑賞しに行くような気持ちで見てほしいみたいなことを言ってるんですね。まさにその通りで、この君たちはどう生きるかという映画は美術館に絵画を見に行くような気持ちでですね、映画館に足を運ぶというのが正しい見方だと思うんですね。美術館で絵画を見た時にその絵画を見て何を感じるのかというのは本当に人それぞれだと思うんですけども、その絵画を楽しもうと思ったらですね、ある人はその予備知識も何もなしにその絵を見た時にピンときてですね、涙を流してしまうという人もいればですね、その作家の人生や思想であるとか当時の時代背景を勉強してその絵の良さを理解していくというタイプの人もいると思うんです。一方ではこの絵の何がいいのかわからないということでスルーしていく人もいると思うんですけども、それがアート作品なんですね。アート作品というのは本当にいろいろな楽しみ方もいろいろな解釈もできるんですね。そのアートの楽しみ方、たしなみ方というのをですね、もともと癖づいてる人であれば、この君たちはどう生きるかを見た時に大好物が目の前に来たみたいな、どうとでも解釈できるような内容がカオスに詰まってて、この映画を解釈するの楽しいぞということで今ウキウキしてると思うんですけども、アートをそういう風に楽しんでいこうという思考がない人にとってはですね、何のこっちゃわかんない映画になってるわけですよ。それがこの映画が面白くないという人と面白いという人の意見が真っ二つに分かれている理由になってるわけです。なのでこの動画を見てくださってる皆さんの中で、この映画をまだ見に行ってない人でも、もう見て2回目見に行きたいと思ってる人でもですね、アートを楽しむような感覚で行ってもらえた方が、この映画楽しめると思うので、それを僕は強くお勧めしたいんですよ。この映画、面白くないと思ってる人にもぜひ伝えたいんですけど、もう80歳にもなって、1日2時間しか働くことのできない、もうボロボロになってる宮崎駿がですね、老境に入って作り出した渾身のアート作品なんですよ。今までの自分の人生の中で抱えてきたコンプレックスとか性癖とか自分の仕事に対しての考え方とか周りの人との人間関係とか全部を一つの映画にぶち込んだみたいな、もう宮崎駿本人がですね、全裸になってですね、真剣を抜いてもう切りかかってくるみたいな映画なんですよ。それだけ気迫のある映画なので、僕たちが今度の週末何の映画見に行くみたいな、せっかくだし君たちはどう生きるか見よっかみたいな軽いノリで入っていくと、もうバチーって切られてしまうわけですよ。こんだけの宮崎駿の気迫が詰まった内容なんです。なので受け取り手側の僕たちとしては、練習試合にちょっと行ってみるかみたいなノリじゃなくてですね、向こうが真剣抜いてきてるんだったらこっちも真剣を抜き返して刀を交わらせるような映画とのこの付き合い方みたいなのをしていかないと、宮崎駿に押し負けてしまうわけですよ。この映画の正しい見方ということでですね、カルト映画の帝王と呼ばれているデビッド・リンチっていう監督がいるんですけど、映画好きな人なら誰でも知ってる監督なんですけども、デビッド・リンチも今回の宮崎駿と同じでですね、いろんなことこう考えすぎて作ってるんで、もう自分で何作ってるかわからないって言ってるんですね。なんで肝心の本人も正解を知らないと。なんですが、その映画を見た一部の熱狂的なファンたちがずーっと長い時間かけて、あれはこうなんじゃないかとか、これはこういう意味なんじゃないかとかって言って考察するわけですね。それがまさにカルト映画なんですけど、今回の君たちはどう生きるかは宮崎駿が作ったとびっきりの極上のカルト映画になってるわけです。なのでデビッド・リンチの作品を見るみたいな感じで見ていただけた方が楽しめるのかなと思っております。ということで、この君たちはどう生きるかについてはポルノの要素を一切なくしてガチガチのゴリゴリのアート映画として宮崎駿が作ったものなので、アート映画をたしなみに行くみたいな感じで見に行ってもらえたら嬉しいですということでお話ししてきたんですけども、次回はですね、この君たちはどう生きるかを30分ずつに分割をしまして、A パート、B パート、C パート、D パートという形で
物語で起こってることを全部さらっていきたいと思います。ネタバレありで徹底的にさらっていくんですけども、さらっていく中でですね、何をしたいのかと言いますと、皆さんに対して伏線を張りまくりたいと思ってるんですよ。その伏線はいつ回収されるのかと言いますと、A パートから D パートまで解説した後の動画ですね。後の動画でその1個ずつのものに対しての解説をしていきたいと思うんですね。例えば、生から死の世界へ行って、死の世界からまた生の世界に行く宮崎駿が抱えている死生観であるとか、インコとペリカンに何を象徴させたのか、各キャラクターのモデルになっているのは誰なのかとか、13個ある石の積み木はこれは一体何なのかとか、宮崎駿はロリコンだと思われてたんですけど、ロリコンではなくマザコンだったという話とか、などなどについてですね、この君たちはどう生きるかという映画はいろんなポイントからお話しすることができるカオスな内容になっているので、一つ一つの軸に基づいて解説をしていく必要があるんですけども、その一つ一つの内容をですね、もう僕がこの君たちはどう生きるかをもう味わい尽くしたいと思ってるので、気が済むまで続けていこうと思ってるわけです。それぐらいですね、この君たちはどう生きるかってどんな映画って聞かれたら、こういう映画でしたという一言で表現できる言葉がないんですね。なので、この映画つまらなかったという人はもちろんなんですが、面白かったで泣けたという人もですね、なぜ自分が面白いと感じたのか、なぜ泣けたのか、その謎はですね、解明できる人はかなり少ないと思うんですよ。それはこの映画がとても複雑な構造でできている映画なので、一つ一つの要素を分解してですね、一つ一つ整理していくことで、ようやく頭の中で理解できてくるという面があるとは思うんですね。なので、それを一つずつ解説していきたいということで、このね、那須尾館長のムービームービングはですね、今までいろんな映画について話をしてきたんですが、もうしばらくですね、君たちはどう生きるかのことばっかりになると思うので、僕も真剣を抜いて、真剣勝負でですね、皆さんに提供するこの動画の内容をですね、本気で作っていきたいと思いますので、もしかしたらもう誰もこの君たちはどう生きるかの話もしなくなってるのに僕だけ話してるみたいなことになるかもしれないんですけど、もうこの君たちはどう生きるかのもう専門の解説屋さんだと思って、これからもですね、応援していただければと思いますので、長い間ですね、この動画を見てくださった皆さんありがとうございます。次回から本格的に内容の話になっていきたいと思いますので、次回もお楽しみにしてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、皆さんご来場ありがとうございました。さあ、始まりました。那須尾館長のムービームービング。今回は、スタジオジブリ、宮崎駿の最新作、君たちはどう生きるかを連続して語っていく第7回目の動画になっております。この番組は、ムービーがムービングしていくということで、映画の面白がり方を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。前回の動画の中で映画というのはポルノ映画とアート映画という2つの映画に分類されるということをお話をしまして、この君たちはどう生きるかという映画はアート映画であるということをお話ししました。今回はその内容を踏まえた上で物語の冒頭から30分までの A パートについてですね、徹底的に物語をさらっていくという内容になっております。その物語をさらっていく中で、各カットに登場するモチーフであるとか、第5回までの予習編の中で僕が予想していた内容が当たっていたのかどうかとか、そういったことを含めながらですね、物語の A パートをさらっていきたいと思うんですけども、今回からはもうゴリッゴリのネタバレありになりますので、基本的にまだこの映画を見ていない人はですね、この動画を見るのをやめてください。自己責任でこの続きを見ていただきたいと思います。そういった形でこの映画の物語をさらっていく中でですね、ここの部分については次回以降の動画でお話ししますという伏線を今回貼っていきたいと思うんですね。それを今回の A パートから次回の B パート、C パート、D パートまで全部行った上で一つずつ深掘りしていく動画を作っていきたいと思っています。
そして一つだけご注意していただきたいのがですね、今回の君たちはどう生きるか、もうね、画像などが全然拾えないので、ほとんど参考になる画像が出せない状態で僕が喋っていくことになるので、いつもの動画と比べて、このね、動画のね、絵的に面白くないと思うんですよ。僕がただひたすら喋ってるだけみたいなことになっちゃうので、そこだけね、ご留意いただければと思います。それでは、この君たちはどう生きるかの A パート、冒頭の始まりから30分までの地点についてお話ししていきましょう。A パートは題しまして、空襲と疎開、新しい母との暮らし、そして起こる異変ということでお話ししていきたいと思います。まずね、映画が始まりますと、東京の夜の街にサイレンが響き渡るんですね。これは僕の予習動画のところで予想していた空襲が発生するんですよ。そこで主人公、牧真人はですね、お母さんが入院している病院が焼けているということを聞き、お母さんの病院の方へ人混みをかき分けてずーっと走っていくところから始まるんです。その空襲のシーンが終わりまして、主人公の声でナレーションが入るんですけども、その中で戦争開戦から3年目にお母さんが亡くなったということ、そして戦争開戦から4年目に田舎の方に主人公とお父さんが疎開をするということがわかるんですね。そこでタイトルが君たちはどう生きるかという形で出るわけです。このナレーションからお母さんが亡くなったのは戦争開戦が1941年で1944年にお母さんが亡くなっているということがわかることと、終戦の年でもある1945年にお父さんと自分が田舎に疎開をしているということがわかります。それから疎開先に着くと夏子という綺麗なお姉さんが現れまして、これがですね、空襲で焼けて亡くなってしまった真人のお母さんの妹であり、お父さんの新しい再婚相手になるわけです。その再婚相手であり、お母さんの妹である夏子のお腹の中にはですね、新しい命が宿っているんです。これについてはですね、疎開先にも行った時に、夏子のお腹の中に臨月を迎えているお子さんが中にいてるということはですね、疎開する前、つまりお母さんが亡くなる前からお父さんと夏子は関係を持っていたということになるんですけども、このあたりはまた次回以降の動画で解説をしていきたいと思います。そして疎開先の新しいお家に着いたんですけども、真人が見上げると疎開先の新しいお家の屋根の上にですね、アオサギが1羽止まってるんですよ。そのまま夏子と真人は廊下を歩いていると、そのアオサギが家の中に入ってきて、真人の前を横切って飛んでいくと。これが第1の異変、アオサギとの出会いになるんですね。大きなお屋敷の長い廊下をずっと進んでいくと、今回の重要人物でもある7人のおばあさんというのが登場するんですけども、おばあさんたち何をやってるかというと、父が持って帰ってきたお土産のカバンに群がってるわけなんですよ。そのカバンの中にはもう数々の贅沢品が入っていて、それをおばあさんたちは物色して大変喜んでいるというところが始まるんですね。これは終戦間際に非常に逼迫した状況だったこの日本ですね。その中でタバコとかコンビーフとか高級品、贅沢品が手に入るということは、お父さんがゼロ戦のコックピットの部分を作っている工場の経営者であり、戦時中にも何不自由なくですね、暮らすことができていた宮崎駿本人の幼少期と重なる描写になっているんです。続いてその後ですね、真人は自分の部屋にたどり着くと、もう旅の疲れからかもう眠りに落ちてしまうんです。その眠ってしまった真人を夏子はじーっと長い秒数をかけて見つめて去っていくんですけども、その後、真人は夢を見るんです。何の夢を見たかというと、体験した空襲の夢を見てるんですね。その時に夢の中で炎に包まれている自分のお母さんが、真人さよならっていうことを言って消えていくんですよ。そして真人は目に涙を浮かべながら目が覚める。この地点から主人公の真人くんは自分が体験した空襲の夢を何度もフラッシュバックするということが始まります。その度に夢の中の焼けていくお母さんが自分に声をかけるんですけども、これは第5回までの予習編でお話ししたアイルランドの児童小説、失われた者たちの本っていうのがあるんですけども、その中の母を失ってしまった主人公が空想の世界からの
の呼び声が聞こえ始めるという部分と全く同じ構成になってるわけです。そして目覚めた真人くんはですね、自分の住んでる家の前にね、大きな川が流れてるんですけど、その大きな川の方に歩いていくとですね、例のアオサギがいてるんです。そのアオサギに注目していると、アオサギはバーッと飛んでいってですね、森の奥にそびえ立っている不気味な塔の中に入っていくんです。これが2回目のアオサギとの遭遇ですね。この不気味な塔に飛んでいったという不気味な塔自体もものすごく意味深な塔になっていて、それはまた次回以降の動画で解説をしていきたいと思います。物語を続けていくんですけども、真人くんはアオサギを追いかけてその塔の方へ向かいます。そして塔に着くと、塔には埋められている入り口があって、その埋められている入り口の中に真人くんは無理やり入っていこうとするんですね。一方、家の方では真人くんがいなくなったということを気づいてですね、夏子さんとおばあさんたちが真人さんという感じで呼びかけながらですね、真人を捜索してるんですよ。その夏子さんたちに真人くんは見つかってですね、家に帰ります。ここでおばあさんたちがですね、その道のことを埋めといたのにノーって言うんですけど、その発言からおばあさんたちがこの屋敷で働き始めてから、この塔の入り口を埋めたということがわかるわけです。そしてその夜、夏子と真人くんは会話をするんですけども、この会話の中で、その不気味な塔は母方の大叔父が建てた建物だということがわかるんです。大叔父というのは、つまり夏子のおじさんにあたる人ですね。それから寝床についてなかなか寝つけない真人くんは、こっそり自分の部屋を抜け出して廊下に出てみると、再び空襲の体験がフラッシュバックします。そうしていると、入り口がガチャッと開いて、父が帰ってきてですね、夏子さんとキスをするんですけど、そこでちょっと気まずくなって、真人くんはこっそり自分の部屋に戻ります。この2回目のフラッシュバックはですね、焼けていってるお母さんが真人くんに語りかけるんですけど、その語りかけるのは、真人くん助けてって言うんですよ。そういった形で、死後の世界のお母さんから真人くんは助けを求められ始めるんですね。その翌朝、お父さんと夏子がキスをしてるところを目撃してしまった真人は、すごくよそよそしい感じで朝食を終えるんですけども、その日ですね、真人くんは転入先の学校に初めて行く日だったんですよ。それをお父さんがですね、学校に車で乗り付けて真人を送って、その車を見せつけるんだということで意気込みまして、真人くんは他の生徒が見守る中、誰も持ってない車で学校に到着するんです。これは周りの生徒たちがそんな車を持ってるみたいな裕福な家庭の子ではなくて、その子たちに対してお金持ちアピールをするみたいな行動になってしまうんですね。ここから真人の父は真人のためではなくですね、自分のために他の人に車を持っているということを見せつけるということをしてしまう自己中心的な父親であるということがわかります。それは宮崎駿の父がですね、配線職が濃厚になっていく中で自分の会社は儲かっていくということをすごく嬉しそうにしていたという宮崎駿本人の原体験と重なるところなんですね。そしてその学校からの帰り道ですね、真人くんは農作業をしている地元の子供たちに囲まれてリンチを受けるんですよ。で、リンチの怪我自体は大したことがなかったんですけど、真人くんはその後家に帰る途中ですね、落ちている鋭利な形をしている石を自分の頭にバーンと打ちつけて、ものすごく流血しながら家に帰るんですよ。これは真人が学校に行って大きな怪我をして帰ってきたということで、自分の父親が激高して学校の他の子供たちに自分の父親が復讐するということを読んだ上での行動であり、学校に行きたくないと思っている真人は学校に行かなくていい理由を自分で自分を傷つけて作ったということにもなるんです。これが主人公真人くんが抱えている悪意ということになるんですけども、この部分についてはまた次回以降の動画で解説をしていきたいと思います。そして真人くんが流血して帰ってきて、おばあさんたちは慌てて真人くんのこの怪我を応急処置をすると。そしてそれを聞いたお父さんも急いで家に帰ってきて、真人くんを詰めるんですね。その詰め方というのは、誰にやられたんだとか、相手を懲らしめてやるという、ものすごく怒りに満ちた詰め方をするんですけど、真人くんは転んだだけだということでしらばっくれます。
これも父親の自己中心的なプライドが元になっている怒りであり、子供が傷ついて帰ってきたことに怒っているのではなく、自分の子供が傷つけられたことに怒っているという表現になっているわけです。そしてそれを読んで自分で自分を傷つけているという真人くん自体も善人ではないということがわかるんですね。これは風立ちぬの主人公堀越二郎と同様ですね。この主人公のことをあまり感情移入せずに否定的な目でも見てくださいという宮崎駿のナビゲートでもあるんです。そしてそんな夜が明けて、翌朝ですね、真人くんは寝ていて目が覚めるとですね、開いている部屋の窓からアオサギが顔を出してですね、真人、助けて、お母さんって言うんですよ。そうやって真人しか知らない言葉を使って真人を挑発します。これがその後につながる第3回目のアオサギとの遭遇。それまで不思議な雰囲気をまとっているアオサギだったものが人の言葉を話し始めるんですね。これは予習編の第2回の動画でお話ししたアオサギ火という妖怪の役回りになっていて、この A パートの次ですね、B パートの方で真人に災いを運んでくるという役回りをしていきます。ちなみに、その第2回の動画でお話ししたように、タヌキやキツネのようにアオサギも化けることができるということで、普通のアオサギの見た目をしている時もあれば、それを変化させることもできるというキャラクターになっています。そんなアオサギに挑発された夜ですね、真人は怪我が原因だと思うんですけど、発熱をして医者の診察を受けます。熱に苦しんだ翌朝ですね、真人は目が覚めると屋根の上にアオサギの気配を感じて、その前の日の挑発がありますから、真人はですね、木刀で武装をして家の前の川のところへ降りていくんですね。その川でまたアオサギと遭遇するんですよ。お前は何者だということで問い詰めると、お待ちしておりました。あなたの母上はまだ生きています。母上のもとにご案内しましょう。失礼ですが、あなたはお母様のご遺体を見ていないでしょう。という風に挑発をまたしてですね、それと同時に嵐のような風が吹き上げて、様子がおかしくなってくるんですね。それで川の中からどんどんカエルが出てきて、おいでくだされ、おいでくだされとか言いながらカエルが真人の全身を包みます。で、とても危険な状態です。ここで真人が後でファンタジーの世界に誘われるということを示唆する直接的な表現になっています。そこにですね、弓で武装をした夏子が登場して、夏子はアオサギの方をめがけて弓を放つんですよ。この時放った矢のことを注目して見ていただきたいんですけども、矢というのは先端が尖ってるもんなんですけど、夏子が放った矢は先端が二股に割れてる矢なんです。これはカブラ矢という矢なんですね。カブラ矢というのは先端が2つに割れていて、撃った時に音が鳴るんですよ。これは誰かに情報を伝達したりとか何かを知らせるために放つ矢であり、アオサギに対して夏子が全く殺意を持っていないということがわかるんです。なぜ自分の息子を守るために殺傷能力のある矢をアオサギに放つのではなく、カブラ矢という何かを知らせる時のための矢を使ったのかと言いますと、それは次回以降の動画でお話をしていきたいと思います。以上がですね、冒頭始まってから30分地点までの物語 A パートになります。まとめていきたいと思うんですけども、A パートの冒頭は戦争による空襲で真人とその父が疎開をするというところから始まります。その空襲でお母さんは亡くなってしまって、疎開先にはお母さんの妹である夏子が待っています。その夏子はお父さんの再婚相手になってるんですね。そんな夏子と共にですね、新しい疎開先での暮らしが始まるんですけども、真人の周りではですね、だんだんと異変が起こってくると。そして A パートの最後には、おいでくださいませ、おいでくださいませというところで、B パート以降の展開を示唆する内容で A パートっていうのは完結しています。この A パートが、この君たちはどう生きるかという物語全体の土台になる部分になっているので、すごく重要なんですけども、この A パートの中で注目していただきたい5つのポイントがあります。1つ目は、宮崎駿の幼少期の体験とかなり重なる部分が多いということ。2番目は、自分の居場所がない真人と両親の複雑な関係。そして3番目は、
真人は決して善人ではなく悪意を持った人間でもあるということ。そして4番目は今までの宮崎駿の映画とはまた違ってですね、森や川のような自然描写を美化せずに生々しくあえて描いているというところがポイントになっています。こちらについてはまた次回以降の動画で解説をしていきたいと思います。そして5つ目のポイントですね。5つ目はちょっと見どころみたいな感じなんですけど、今回エヴァンゲリオンの作画監督を務めている本田武が絵を描いているという面積が大きくてですね、止まっている絵はジブリっぽいんですけど、動いている絵はエヴァっぽいと。この見たことがないジブリ作品の映像表現については注目して見ていただきたいと思います。以上がですね、A パートの注目ポイントなんですけども、この君たちはどう生きるかという映画の企画は当初ですね、宮崎駿の自伝であるということからですね、後半につながってくる重要な要素を入れ込みながら描いていること自体は宮崎駿の幼少期の原体験に基づいたシーンが多いということなんです。その宮崎駿の幼少期の原体験をですね、たっぷり30分かけてじっくり描いていくのがこの冒頭の A パートなんですね。それからですね、次回 B パートの話をしていきたいと思うんですけども、次回 B パートは居場所のない少年と消える夏子、そして少年は死後の世界に吸い込まれていくという B パートになります。次回の B パートで描かれるのは、さらに詳しく描かれる疎開先での暮らし、徐々に様子がおかしくなっていく夏子、不気味な塔とアオサギに惹かれていってしまう真人、B パートラストでファンタジーの世界に吸い込まれるという内容になっております。今回の A パートだけでも、今回語れなかったたくさんの語りたいことが含まれているんですけども、そういうのを D パートまで物語をさらった上で、片っ端から回収していきたいと思うんですね。なので、今回は伏線を張り巡らしながら A パートの内容をさらっていきました。次回ですね、B パートの解説も楽しみにしてくださいということで、ぜひですね、この動画に高評価ボタンとチャンネル登録をいただいて、この活動をですね、応援していただければと思います。ということで今回以上になります。皆さんご来場いただいてありがとうございました。さあ、始まりました。那須尾館長のムービームービング。今回はスタジオジブリ宮崎駿の最新作、君たちはどう生きるかについて連続して語っていく第8回目の動画になっております。この番組はムービーがムービングしていくということで、映画の面白がり方を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。今回はですね、前回の内容に引き続き、この君たちはどう生きるかの30分から1時間までの地点、B パートの解説を徹底的にやっていきたいと思います。この動画以降ですね、同じように30分刻みで、次回 C パートの解説、その次 D パートの解説をやっていきたいと思いまして、今回は B パートの内容をさらっていくんですけども、その中で各パートのモチーフになっている出来事であったりとか、オマージュされているシーンの元ネタ、そして予習編で解説した予想の内容が当たっているかどうかなどを加えながらですね、物語を解説していくんですが、最後の D パートの解説の動画を出してからそれ以降ですね、A パート、B パート、C パート、D パートの解説で伏線を張るんですけども、その伏線を回収する形で一つずつの要素に絞って深掘りを解説していきたいと思います。それでは早速ですね、B パート30分から60分までの地点の解説をしていきたいと思います。B パートは題しまして、居場所がない少年と消える母。少年は死後の世界に吸い込まれるという B パートになっております。物語の話を進めていきたいんですけども、前回 A パートの最後ですね、おいでくださいませ、おいでくださいませというところで、気絶した真人はですね、深い水から浮き出てくるような描写があって目を覚まします。目を覚ました真人は周りの人にアオサギはって聞くんですけど、周りの人は全然それを知らなかったんですね。そこで真人は夏子の具合が悪いということを聞きます。この
深い水の中から浮き上がってきて目が覚めるというシーンに関しては、この B パートの最後に来る死後の世界に吸い込まれるっていうところの沈み込んでいく描写と伏線と回収の関係になっていて、どちらも水の浮き沈みで表現しているということになっています。それから起き上がった真人は便所に向かうんですけど、なぜか便所にあるんですけど、便所の扉を開くと、昨日アオサギと対峙した時に所持していた木刀が綺麗な形でまだ残ってるんですね。それを持ち上げると、木刀はボロボロと崩れ落ちてしまうと。それを見たおばあさんがですね、昔からこの家には不思議なことが起こりますからのと言うんですよ。このおばあさんの発言により、この真人が体験している不思議な出来事というのはですね、今回が初めてではないということがわかるんですよ。そんなことになってると、外では戦闘機のゼロ戦のキャノピーですね。それを無数に馬に引かせて家に運び込んでいるお父さんの会社の社員さんたちが作業をしているんですよ。運び込まれたそのキャノピーが並んでいるのを見て、真人はお父さんに美しいですねと言うんですよ。これは宮崎駿のお父さんは実際にゼロ戦のキャノピーを作る会社を経営していて、お父さんの会社で作ったゼロ戦のコックピットのキャノピーの部分が家にずっとあったということを宮崎駿本人も風立ちぬのドキュメンタリーの中でお話ししているんですね。その幼少期から見慣れたキャノピーを風立ちぬのドキュメンタリーの中で何回描こうとしても描けないと言って長い間苦しんでいた宮崎駿だったんですが、今回のこの映画はこのキャノピーが描けなかったのに、これでもかっていうぐらいキャノピーがね並んでると、描きまくってるんですね。そこから風立ちぬの時に持っていた複雑な感情というのが風立ちぬで消化されてですね、それを克服した宮崎駿というのも感じ取れる演出になっています。その後、夏子さんが具合が悪いということでご飯が作れなくて、おばあさんたちとご飯を食べることになった真人。そのおばあさんたちが普段食べている食事を真人は食べてまずいと言うんですね。食後、その部屋から出たらおばあさんの一人に呼び止められた真人は、お母さんがつわりで苦しんでいるということをそこで知って、お見舞いくださいませということをおばあさんに言われるんです。このおばあさんたちが普段食べているまずい食事というのはですね、当時戦争末期の日本はですね、お米を制限していて、食べるものが本当になかった時期があるんですよ。お米がないのでお米の代わりのいろんなものを食べてるんですけども、もちろんおかずとかそういったものはないですし、最低限以下の食事内容になってるわけですね。それをおばあさんたちは普通に毎日食べてるんですけども、真人はもうあからさまにまずいという反応をするんですよ。つまり真人は生まれた頃から何不自由ない生活をしていて、そんなまずい食事をとったことがないというブルジョワな子供だったことがわかります。これは宮崎駿の原体験と同じなんですね。そしてお見舞いに行ってくだされと言われた真人はですね、夏子の部屋にお見舞いに行くと、このこめかみのところに自分でつけた傷跡を見て、夏子は大切な真人に傷をつけてしまったということで泣きじゃくるんですよ。その泣きじゃくってる夏子に早く良くなってくださいと一言だけかけて、その場を後にする真人。その際にテーブルの上にあったタバコを一箱ポケットに入れて盗むんですね。ここで注目していただきたいのは、苦しんでいる夏子に対して真人は全く関心がないということなんですよ。しまいにタバコを盗むという計算高いところもあると。そしてもう一点なんですけど、夏子さんが寝ているベッドの横にですね、白いジャケットがかかっているのと、前日に夏子さんがかぶらやを放った弓が立てかけられてるんですけど、そこの絵が強調されていることに気がついてください。ここも注目ポイントなんですけど、ここについてはまた次回以降の動画で解説をしていきたいと思います。そんな夏子さんのところを後にして部屋の外に出てみると、廊下の窓からまたアオサギが登場するんですね。真人はとっさにポケットからナイフを取り出してアオサギに向けて対峙するんですけども、そんな真人を見て「お待ちしておりますぞ!」って言ってアオサギはまた再び飛んでいってしまうと。ここで出てくるナイフというのがちょっとポイントでして、この映画ね、刃物が結構出てくるんですけど、この刃物が何を意味しているのかについてもまた次回以降の動画で解説をしていきたいと思います。
その後、屋敷に働いているおじいさんにですね、タバコを渡すことによって、その引き換えにおじいさんにナイフの研ぎ方を教わる真人。それからそのナイフを使って竹を切り、竹で弓を作り、取り憑かれたようにアオサギと戦う武器を作り始めるんですね。そんな真人のもとに7人いてるおばあさんのうちで最も重要なポジションを持っているキリコというおばあさんが声をかけて取引を持ちかけます。タバコを1箱もらえたら立派な弓を差し上げますよという取引を持ちかけるんですが、ここでこの物語の重要人物の一人、キリコというおばあさんと真人との関わりが生まれるんですね。このキリコというおばあさんはですね、登場した時からこの家に対してですね、ちょっとね、ひねくれた捉え方をしているキャラクターなんです。他の6人に関しては、この家で働けることが光栄ですぐらいのノリでですね、忠実な心で働いてるんですけども、このキリコさんだけはちょっとね、斜に構えたように思っていると。これがなぜなのかというと、それはまた次回以降の動画で解説していきたいと思います。それで物語続けていきたいと思うんですけど、真人はキリコからの取引を断ってですね、自分が竹で作った弓を実際に撃ってみる発射実験をするんですけど、それが全然うまくいかなくて、自分が作った矢に羽がついてないことに気づいた真人は、川に行ったらアオサギが落としたアオサギの羽が落ちてたんですよ。その羽を拾ってきて、その矢につけるんですね。この拾ったアオサギの羽は風切りの7番という特殊な羽であるということが後でわかります。そんなアオサギの羽を加工して矢につけている作業をしているとですね、ふとね、窓の外を見てみると、不自然にも寝巻きのままの夏子が森の中に入っていくところを目撃するんです。しかし、真人はその矢を作る作業をですね、やめないんですね。先ほどのお見舞いのシーンの中で、苦しんでいる夏子に対して全く心配していないような素振りをしていた真人は、ここで夏子が不審な動きをしているのに全く気にも留めてないというところに注目してください。これらのシーンからですよ、自分の実のお母さんが戦争で亡くなってしまって、その直後にそのお母さんの妹である夏子とすぐに再婚して子供までもう作ってしまっているというお父さんに対しての不信感と、いっそのことですね、夏子さんにいなくなってもらいたいぐらいで思っている真人の心境が伺えるわけです。そうして夏子が森の中に入っていくのを無視して作った矢が完成してですね、部屋の中でまた再度ね、発射実験をやってみるんですけど、その矢を射ると通常の威力とはもう全くかけ離れたようなとんでもない威力が出て、壁にその矢がバーッと突き刺さるんですよ。それに真人は驚きます。このシーンは、もののけ姫の中で、アシタカがたたり神のパワーを使って矢を放った時に、そのあまりにも強すぎる威力に自分でもびっくりしているという描写がありましたけど、そこと全く同じ構図になって描かれてます。このように、このシーン以降ですね、この君たちはどう生きるか全体の中で、過去の宮崎作品からのオマージュのシーンっていうのが山ほど入ってくるという、一番始まりが、この矢を放つシーンのもののけ姫のオマージュであるということを頭に置いてもらいたいんですね。それからふと机の上に積んであった本が落ちているところに目を向けると、今まで気づいてなかったんですけど、開いた本のページに亡くなった母から自分に対してのメッセージが書いてあることを発見するんです。そこには大きくなった真人へと書いてあるんですね。その本こそが吉野源三郎が書いた君たちはどう生きるかなんです。その母からのメッセージが書かれた君たちはどう生きるかを真人は涙を流しながら読みふけります。このシーンは僕が第2回の予想の動画で解説したですね、予想が当たっているんですけども、大きくなった真人へと書いてある下にですね、日付が書いてあるんですけども、この昭和12年という年はですね、1937年、つまりこの初版本の君たちはどう生きるかが発売された年なんですね。そしてこれは宮崎駿自身が中学生の時に古本屋さんで買ったその初版本を所持していてですね、この初版本が出た1937年の4年後、真珠湾攻撃が発生して太平洋戦争が開戦することになります。この辺りから君たちはどう生きるかという物語の物事の時系列というのを整理することができるんですけども、それはまた次回以降の動画でやっていきたいと思います。またですね、夏子に対しては
全く関心を持たない真人なんですよ。残酷なまでに関心を持ってないんですが、実の母に対しての関心がものすごく非常に高いということもわかるんです。それを押さえときましょう。それから君たちはどう生きるかを読みふけた真人はですね、気づかなかったんですけど、外では夏子が失踪したということで、おばあさんたちが騒ぎ出してるんですね。それを知って真人は自分で作った矢と弓を持ってですね、おばあさんたちがやっている夏子の捜索に参加するんですよ。その時に真人がおかしい、今日はアオサギがいないという風に言うんですね。夏子がいなくなったのはアオサギのせいではないかと思った真人はですね、塔の方をめがけて森の中に入っていくんです。ここからわかることは、真人は夏子を心配して捜索に参加したのではなく、アオサギ退治に取り憑かれたかのように森の中に捜索に入っているということを押さえておいてください。そして森の中をどんどん進んでいく真人なんですけども、それを先ほど言ったおばあさんのキリコさんが必死に止めるんですね。ですが真人は止まりません。それどころか真人は冷静にその環境を分析していて、夏子が森に入った地点から塔の方を目指して森に入ると、その森は草で隠れてたんですけども、草の下に石畳があるということが分かって、これは古い道があったんだという風につぶやくんですね。この森の中を入っていく描写というのは、隣のトトロの中でメイとサツキがトトロのいてる森の深いところに行こうとしてる描写と重なる部分でもあり、石畳になってる昔の道というのは、千と千尋の神隠し冒頭でお父さんが運転する車でどんどん森の中に入っていくあの床が森だと思ってたら、途中から石畳になってるんです。つまりその千と千尋の神隠しからのオマージュをすることによって、ここの石畳の道はもともと聖域、つまり神聖な場所に続く道であったということを暗示しているわけですね。そうして塔にたどり着いた真人とキリコさんなんですけども、そっちの方向から塔のところにたどり着くとですね、不気味に続いた入り口が見えるんですよ。キリコはもう真人さんにやめときましょうと言いながら止めるんですけど、そのキリコを引きずってですね、真人はどんどん塔の中に入っていってしまうんですね。すると入った途端に壁がバーンと降りてきて外に出れなくなるんですよ。その壁に描かれていたアオサギのエンブレムがミューッと浮き出して、あのアオサギがまた登場するんですね。ここでですね、入り口の上に英語が4つぐらいの単語が書かれてるんですけど、僕そこをですね、メモしきれなくてですね、なんていう単語が書いてあるのかわからないんですね。これもしね、わかる人がいればコメント欄で優しく教えていただければと思います。ということをお願いを挟みつつですね、アオサギを怪しみながらも、真人とキリコは通路の奥に進んでいきます。すると、大きな太陽が描かれた広間にたどり着くわけですね。その広間の奥には、ソファーに横たわっている夏子が見えるんですよ。その夏子に、母さんと呼びかけても全く反応せずに寝ている夏子をゆすると、その瞬間に夏子の体は水になって溶けていってしまうんですよ。この太陽の広間、円形の広間というのは、ハウルの動く城のサリマン先生がいてる場所の広間と非常に似ているオマージュになっているんですね。その溶けた夏子さんの体を見てですね、アオサギが触らなければもう少し持ったのにと言いながらですね、さらに挑発を繰り返すわけですよ。そのアオサギと争う真人。真人はついに用意していた矢をアオサギに向けて放つんですね。矢自体は直接は当たらなかったんですけども、外れた後に不思議な力でずーっとアオサギを追いかけてですね、やがてアオサギのくちばしの部分に穴を開けるんですね。このくちばしに穴が開いたということで、アオサギは飛べなくなってしまうんです。ここのアオサギのセリフから、拾って矢につけた羽は風切りの4番というちょっと特殊な羽であるということがわかるのと、くちばしに穴が開いて力が弱まったアオサギというのは飛ぶことができないというだけではなく、アオサギが使える能力全体が弱体化していて、得意の変身能力も失ってしまうんですね。そして次回の C パートを挟んで、その次の D パートの冒頭でですね、真人がくちばしを塞いでくれるんですけど、そこまでアオサギは飛ぶこともできず変身することもできない姿になってしまうんですよ。続いてそんなことしていると、アオサギと真人とキリコがいてるその広場にですね、高いところからね、バラが一輪落ちてきて地面で砕けるんですね。上を見上げてみると、髪の毛ボサボサのおじいちゃんが立ってるんです。
この髪の毛ボサボサおじいちゃんは下にいてるアオサギに対してお前が案内役を務めるが良いという言葉を残してですね、その言葉を言った瞬間に広場の床が水みたいになってアオサギと真人とキリコさんは地面に吸い込まれていくんです。全身が水に沈んでしまう直前にアオサギは真人に対してご武運をと言うんですね。そこでこの B パートは終了するんです。この髪の毛ボサボサおじさんは誰なのかと言いますと、A パートで話に出てきた真人の大おじさんであるということがわかります。そしてこのシーン以降ですね、C パートに入ってからはファンタジーの世界、つまり大おじさんが作った死後の世界のですね、中で真人は冒険をしていくということになっていくわけなんですね。まとめていきたいんですけど、B パートで描かれるのは、さらに詳しく描かれる疎開先での暮らし、アオサギ退治に没入していく真人と消える夏子、そしてラスト、ファンタジーの世界に3人が吸い込まれるということなんですね。これが映画が始まってから30分から60分地点までの30分間、B パートになります。この B パートで注目してほしいことが5つあるんですけども、1つ目はですね、引き続き描かれていく宮崎駿の原体験のシーン。2つ目はですね、真人が夏子に対して全く関心がないどころか、もうどこかに出て行ってほしいぐらいの感じで思ってるということ。そして3つ目がですね、一方で夏子にあれだけ関心がないのに、実の母のことになるとものすごく関心が強いということ。そして4つ目ですね、この B パートから入ってくる宮崎駿の過去作品からのオマージュのシーン。これが C パート以降もてんこ盛りのように入ってくるということを覚えておいてもらいたいのと、5つ目がですね、吉野源三郎の君たちはどう生きるかがあれだけ直接的に描かれていた意味についてですね、これは次回以降の動画で解説していきたいと思うんですけども、ここも結構重要なポイントになっています。以上の5つがですね、この B パートで注目していただきたいポイントになっております。いよいよ B パートで異変がどんどん大きくなり C パートで突入するファンタジーの世界。これで前半の AB パートの解説が終わった形になるんですけども、 AB パートと CD パートは全然リズムが実は変わってまして、 A パートと B パートに関してはたっぷりと時間をかけて一つ一つのシーンを抑えていくようなゆっくりとしたリズムで描かれるんですけども、 C パートに入ってから最後のクライマックスまでずーっと出来事のスピードのテンポが加速していくと、最後この映画終わるまでずーっと加速し続けるんですね。なので時間あたりの出来事の個数がですね、 C パート D パートは非常に多くなってくるということを覚えておいていただきたいんです。また同時に A パート B パートはまだ現実の世界なんですけど、 C パート D パートはファンタジーの世界になってるんです。そしてですよ、次回解説する C パートと D パートの間あたりでですね、高畑勲がお亡くなりになったと。それに対して鈴木敏夫は高畑さんの死を受けてもうショックを受けた宮崎駿はですね、何ヶ月か絵コンテの制作をストップしてまた書き出したと思ったら、当初考えていたストーリーに大幅な変更を加えたという発言をしているんですけども、それが高畑さんの死後ですね、 B パートに直接的に影響を与えていく要素になるんですね。そういったことも次回の C パートの解説の方から意識していただきたいポイントになっています。ということで次回 C パートですね、残酷で美しい不思議な世界、少年はやがてアオサギと共に旅に出るをお送りしたいと思います。C パートから急速に展開が速くなっていくんですけども、映画館で見ているとテンポがとにかく速いので、もう目まぐるしく変わっていくシーンにですね、頭がついていかないと思うんですけど、それを一つ一つこういう形で洗っていくことによってですね、皆さんの中でも整理していっていただけたら嬉しいなと思います。ということで今回もね、伏線いっぱい貼っていったんですけども、伏線がね、回収されるのはね、次回の C パートの解説が終わって、D パートの解説がクライマックスまで終わって、それ以降になりますので、できるだけ早く動画を出せるように頑張りますけども、引き続き応援よろしくお願いいたしますということで、動画を見ていただいた方はぜひチャンネル登録をして次回を楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。ということで、皆さんご来場いただきありがとうございました。
さあ、始まりました。那須尾館長のムービームービング。今回は、スタジオジブリ、宮崎駿の最新作、君たちはどう生きるかについて、連続して語っていく第9回目の解説編第3回の動画になっております。この番組は、ムービーがムービングしていくということで、映画の面白がり方を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。前回までの動画で映画の前半にあたる A パートと B パートの解説をしてきたんですけども、今回はそれに続きですね、物語の60分地点から90分地点までの C パートの解説をしていきたいと思います。次回なんですが、A、B、C に続いて D の解説をしていきたいと思うんですけども、なんとジブリのスタッフの中ではパートを5つに分けているそうなので、それに基づいて僕の解説の方も次回は D パートの解説、そしてその次に E パートの解説をしていきたいと思います。その解説をしていく中で、ここの部分については次回以降解説していきたいと思いますということで、伏線を張っていきまして、E パートの解説まで終了した後ですね、この解説編の次に考察編という動画を上げていきたいと思うんですけども、そこで気になるところ一つ一つについてもう徹底的に考察をしていきたいと思うんですね。それではですね、C パート60分地点から90分地点までの30分間の解説をしていきたいと思います。C パートは題しまして、残酷だが美しい世界、少年はアオサギと旅に出るをお送りしたいと思います。前回ですね、B パートのラストで、真人とキリコとアオサギは謎の髪の毛ボサボサおじいちゃんによってですね、不思議な世界に誘われてしまうんですね。そこから真人は気がつくと、そこは波打ち際だったんです。その海の遠くを見てみると、無数の帆を張った帆船が浮いているんですね。そんな不思議な世界を真人はしばらく歩いてみると、すごく綺麗な装飾がされた金色の門が立ってるんです。その門の前に真人が行ってみると、門の上の方には、我を学ぶ者、死すって書いてあるんですね。ここから描かれていく不思議な世界のこの風景というのは、この映画を見ていない人は想像がつかないかもしれないんですけども、今までの宮崎駿作品の中ではもうありえないような色あせた風景になってて、色彩がないんですね。宮崎駿作品の特徴というのはですね、圧倒的な色彩表現で、官能的なまでに描かれて、美化されている自然の表現だったんですけども、今回のこの映画は、ものすごく色あせていて、色彩がほとんどないんですよ。このファンタジーの表現方法というのは、高畑勲が昔に作った平成たぬき合戦ポンポコの色彩表現にものすごく近いものがあるんですけども、このあたりも次回以降で解説をしっかりしていきたいと思っております。そしてですね、真人が見つけた黄金の大きい門の上に書かれている我を学ぶ者は死すという謎の言葉なんですけども、これは我に似せる者は生き、我をかたどる者は死すというですね、昔のことわざが元ネタなんじゃないかというふうに僕は思っていまして、このことわざの意味は簡単に言うと、師匠のやってることを真似しているだけの人のやってることを真似しているだけの人は衰退していって、そこに自分のプラスアルファを乗っけれる人はそこから反映していくということわざになっています。気になる方は、我に似せる者は生き、我をかたどる者は死すということわざをぜひ調べてみてください。ということで、真人くんは黄金の大きい門にすごく見とれているとですね、無数のペリカンの群れが真人くんのところにどんどん押し寄せてきてですね、そこにペリカンの声が入るんですけど、歩け歩けって言ってるんですよ。その歩けって言ってるペリカンがものすごい量で、真人くんはそのペリカンの群れに押し負けてしまってですね、金色の門を開いてしまうんですね。すると、その門の奥には、ものすごく大きな岩で作られた石の祠があるんですよ。この石の祠の暗いこの影になっているところでうごめいているこの何かは、後に主と呼ばれていて、起こしてはならないと言われていることがわかるんですけども、残念ながらこの主の正体については物語の中で語られることはないんですよ。そんなことをしていると、門が開かれてしまったことに気づいた謎の女性がですね、
船でそこへ乗り付けて、腰の方からなんか鞭を取り出して、その鞭の先っぽになんか火が灯るんですね。その炎を宿した鞭で、ペリカンを追い払ってくれるんですよ。そして、訳も分かっていない真人を自分のところに引き寄せて、自分と真人をですね、取り囲むように地面に生えている草をその炎の鞭で丸く焼くんですね。そしておまじないをしてその円から出て船の方に向かおうとするんですけども、その謎の女性は真人くんに後ろを向くなということを言って、石の祠に背中を向けないように後ずさりしながら船の方に向かいます。この謎の女性というのが、後ほどわかるんですけども、この不思議な世界、下の世界に存在している若かりし頃のキリコおばあさんなんですよ。それはこの世界に入ってきた時のキリコおばあさんの服の柄と、この謎の女性が着ている着物の柄が同じになっているからということでもあるんですけど、後で真人くんもこの謎の女性がキリコであるということがわかるんですね。なんですが、この若かりし頃のキリコさんは、おばあさんの時のキリコさんの記憶はどうやらないらしいんですよ。なので、同じキャラクターなんですけど、この下の世界の若い姿のキリコさんのことを、上の世界のおばあさんのキリコさんと差別化するために、若キリコっていう名前で僕は呼んでいきたいと思います。ということで、この主っていうのを起こさないように背中を向けながら後ずさりして安全なところに行ったんですけど、それから、真人がペリカンに食べられなかったのは、アオサギの羽を持っているからだと話しながらですね、この若キリコは自分が乗ってきた船に乗り込むんですね。そして若キリコは真人に対して一緒に来いということを言って、真人は乗り付けてきた船の出港を手助けして一緒にその船に乗り込みます。ここでなぜアオサギの羽を所持していたらペリカンに食べられないのかということなんですけども、これについてはまた考察編で深くやっていきたいと思います。それから船は無事に出港して二人は会話をするんですね。船の上で若キリコは真人のこのこめかみについている傷跡を見ると、私にも同じ傷があるという風に見せながら、これは沼頭にやられたんだって言うんですね。そんな若キリコに真人は夏子という女性を知りませんかと聞くんですよ。でもキリコはピンと来てない様子なんですね。それから若キリコに名前を聞かれた真人が名前を答えると、若キリコは船を操りながら真人、真実の人か、死の匂いがプンプンするというこの謎のセリフを言いまして、船は進んでいくんですけども、この二人の会話の中にかなり重要な内容が入ってると思うんですね。まず一つは、若キリコと真人の同じ場所に同じような傷跡があるということ。そして、真人の名前を聞いて死の匂いがプンプンするということを発言しているということ。ここについてはまた考察編で深くやっていきたいと思います。もう一つは、真人というこの名前の意味なんですけども、真人の名前のマーっていう字は、真実の真っていう漢字の旧字体なんですね。だから若キリコは真人の名前を聞いて真実の人かというつぶやくんですけども、同時にこの真人っていう名前は特別な名前になっていて、真理を悟って人格が完成された人っていう意味もありまして、真人と書いてマットと読むこともあるんですけども、この特殊な名前は皇族出身の者に授けられる名前でもあるということなんですよ。気になる人は、この真人という漢字を Google 検索してみてください。ちなみに、この若キリコと真人が船に乗ってから波が来て、その波を越えるシーンがあるんですけど、この海の中にはどうやら古代の魚がいっぱい泳いでるんですね。この古代の魚がいっぱいっていうのは、崖の上のポニョの後半のシーンのオマージュになっています。この真人が落ちてきた下の世界のシーンからは、宮崎作品のオマージュがもうてんこ盛りになっているので、そこも注目していただきたいポイントになっています。それから2人が乗っている船は進んでいって、若キリコは自分が仕掛けていた魚を取るための罠を見に行くんですね。そこに大きな船ぐらい大きな魚が釣れていて、その大きな魚を2人で協力して釣り上げて船に固定をしてですね、2人は帰路に着くんですね。その帰路についている道中、10人ぐらいが手で漕ぐカヌーみたいなのに乗っている半透明の人間がたくさん出てきて、
キリコと真人の乗っている船に並走してくるんですよ。それを真人が不思議がっていると、若キリコは、この世界は死んでいるものが多いっていうことと、この世界の奴らは殺しをできないということを言うんですね。すると、キリコが住んでいる大きな箱舟が朽ち果てて、その上に森ができている大きな島にたどり着くんですよ。そこで若キリコが発言していた、この世界の者たちはほとんど死んでいるということと、この世界の奴らは殺しができないということをですね、発言していたんですけども、これは要は、この若キリコっていうのは、この世界の住人ではないということなんですね。それと、道中現れる船を漕いでいる半透明の人間たちは、ハウルの動く城の荒地の魔女が従えている魔法で出したゴム人間のオマージュになっていたりとか、真人と若キリコがたどり着いた若キリコの住んでる島というのは、死の島っていう絵画があるんですけど、この有名な絵画ともう全く同じ見た目になっているんです。先ほど若キリコは真人の名前を聞いて死の匂いがプンプンすると言っているんですけども、もうこの世界自体がもう死の匂いがすごいプンプンしているんですね。この時点で真人がいた上の世界、そして落ちてきたこの下の世界ということなんですけど、この下の世界というのはどうやら死後の世界っぽいっていうことなんですね。物語続けていきたいんですけど、その死の島と酷似しているキリコの住処にたどり着くと、船が入る入り口に入ると、釣ってきた大きな魚目当てに、なんか白くてふわふわしたもちもちの玉みたいな生物が無数に湧いてきてですね、なんかその白い玉みたいな奴らはものすごく喜んでるんですよ。どうやら若キリコによると、この白い玉みたいな奴らのことをわらわらと呼んでいるみたいなんですね。それから船を固定して魚を下ろしたら、早速若キリコは、真人も手伝えって言って道具を渡してきて、この真人と若キリコは協力してこの巨大な魚をさばくことになるんですよ。若キリコは魚をさばいたことがない真人に魚のさばき方を教えながら、この内臓はわらわらが飛ぶために必要なんだって言うんですね。この魚のさばき方を教えている若キリコと、それを教えてもらっている真人のこの風景というのが、千と千尋の神隠しの千尋が凛にお風呂の掃除の仕方を教えてもらってるシーンと全く同じになっていて、これがオマージュになってるわけですね。魚をさばくシーンが終わると、疲れていた真人は眠っていて、目を覚ますところから始まるんです。周りを見てみると、そこは若キリコの自室の机の下だったんですよ。そこで真人くんは寝てたんですけど、周囲をもう一度よく見てみると、真人くんの寝ている右と左と自分の頭の位置にですね、現実の上の世界でお世話になっていた、キリコ以外の6人のおばあさんの見た目をしている木の人形が2体ずつですね、配置されているんですね。不思議そうに思って、真人はそのおばあさんの人形を触ろうとしたら、若キリコがそれに気づいて、触っちゃいけないって言うんですよ。どうやら若キリコによると、このおばあさんの6体の人形は、真人のことを守ってくれてるらしいです。そう言われて真人は、このおばあさんの人形に触らないように、そーっと机の外に出るんですね。このおばあさんたちがなぜこの下の世界で人形になって真人を守っているのかというのはですね、また考察編で深くやっていきたいと思います。机から這い出てきて起きた真人はですね、若キリコに対して、キリコさんって呼びかけるんですよ。それを聞いて、どうして私の名前を知ってるんだって言って若キリコは驚くんですね。そんな会話をしながら、真人はトイレに行きたくなって、トイレがどこか聞くんですよ。この映画、便所がよく出てくるんですけども、どうやら若キリコの部屋というのは、大きな朽ちた箱舟の上の船室の部分が部屋になっていて、外に出ると、船の甲板の部分がベランダみたいになってるんですね。で、そこにね、ポツンとね、簡易トイレみたいな感じでトイレが立ってるんです。そこで真人は用を足していると、顔の位置ぐらいに四角い窓がついてるんですけど、暗い夜だったんですけど、突然ね、徐々に光が差し込んでくることに気づくんですね。気になった真人はトイレの外に出て空を見上げると、そこには先ほどの白い玉みたいなわらわらが飛び始めてるんです。ここのシーンで僕たち見ている観客は、この若キリコがキリコであるということがわかるということと、それと絶対に見逃したらいけないのが、若キリコの部屋には不自然にこの下の世界では絶対に存在しないようなチェック柄のワンピースがかけてあるんですよ。
これものすごく不自然なんですけども、これについては考察編で深くやっていきたいと思っています。それと白くて丸い光っているわらわらがですね、森の中からどんどん出てきて空に上がっていく様子っていうのは、もののけ姫の小玉がいっぱい出てくるところのオマージュになっています。それから、そのわらわらに見とれていると、若きり子も外に出てきて、二人でそれを見てるんですね。すると、こう飛んでいってるわらわらが、こうだんだん配置がだんだん変わってきてですね、カエルの卵みたいな DNA の二重らせん構造みたいな形になって、なんか形作っていってるんですよ。そんなものすごく神秘的な風景に、真人と若きり子は見とれているんです。若きり子は、わらわらは熟すと飛ぶんだよ。上の世界で人間に生まれるんだ。と言うんですね。ここで若きり子の言っている発言の中から、この世界は下の世界であり、上の世界と言っているのが、真人が来た元の世界のことを指しているということなんですね。それと、魚の内臓を食べたわらわらは、どうやら熟して空を飛んでいくと。空を飛んでいくと上の世界で人間に生まれてくるということなんですけども、そういうことから、この上の世界の現実と下の世界のこの死後の世界っぽい世界はですね、どうやら深く関連しているということがわかるんです。するとですね、突然遠くの方からです、ペリカンの群れがですね、いっぱい飛んできまして、そのわらわらをバクと食べていってしまうんですね。真人がそれを見て、わらわらがもうどんどんペリカンに食べられていくんで、それ衝撃を受けて見ていると、海の方では小舟に乗ったオーバーオールの二つくくりの謎の少女がですね、空に向かってカメハメハみたいなポーズをとって、そのカメハメハみたいな手のところから魔法で炎の玉をビューンと打ち上げるんですよ。打ち上がった炎の玉は花火のようにブワーンと弾けてですね、その火の塊の一つ一つがペリカンをビューンと追いかけていってね、退治するんですけど、その炎はペリカンを燃やすだけではなく、わらわらも一緒に燃やし尽くし始めるんですよ。それを見て真人はその謎の少女に向かって、やめろ！わらわらが燃えているんだぞって言うんですけど、隣の若きり子は、たまやーとか、いいぞ、姫様、やっちまえとか、姫様、ありがとうとかって言って、大きな声援を送っているんですね。そして、ほとんど残っていないんですけど、わずかなわらわらたちが空の方に飛んでいって、その後、どうやら上の世界で人間になっていくという不思議なシーンがあります。ここで、もののけ姫の小玉に変わる白くて丸い新しい新キャラのわらわらというキャラクターが、どんどんペリカンにバクバク食べられていって、しまいにペリカンもろとも炎で燃やされるという衝撃なシーンがあるんですけども、ここが炎の魔術師、ヒミの登場シーンにもなっているわけです。それと、ここで、わらわらも燃やされていることと、ペリカンに食べられていることに対して、真人はものすごく怒りをあらわにしてるんですけど、一方で、若きり子は、いいぞやっちまえ、たまやとかって言って、姫様を応援している、この真人と若きり子のこの温度差にも注目していただきたいと思います。それと、このペリカンとわらわらが何を象徴しているのかというところを、また次回以降の考察編で深くやっていきたいと思います。その後二人はもう疲れてですね、眠りに入ろうとするんですけど、若きり子はもうとっくに眠っていて、真人はまたテーブルの下に入っていって寝ようとするんですけど、なんか寝つけずにですね、起きていると、外のベランダのところに気配を感じて、真人は再びそのトイレのあるベランダの方に出てみると、立ててあるトイレの横に瀕死の傷ついたペリカンが1羽いてたんです。なんと、そのペリカンは喋り始めるんですね。このペリカンがめちゃめちゃイケボなんですけど、ペリカンのセリフが長く続きます。人思いに殺してくれ。我らペリカンはこの世界に連れてこられた。しかし、食べるものもなく、私たちはわらわらを食べるようになってしまった。皇族のペリカンたちはもはや話すことさえできなくなり始めている。ここは呪われた海だ。という風に言い残してですね、そのイケボのペリカンは息絶えてしまうんですね。このシーンは、このペリカンのキャラクターが自分のことを語る唯一のシーンになっていて、このペリカンにわざわざですよ、豪華な声優を当ててきてるということから、ただの脇役のペリカンではないんですけども、このペリカンが死ぬまでに打ち明けてくれたことを整理していきたいと思うんですね。一つは、
ペリカンは上の世界にいたんだけど、下の世界に連れてこられたということ。もう一つは、実際のペリカンっていうのは、口が大きいんですけど、口に入るものなら何でも食べてしまうという、実は獰猛な動物でして、そんなペリカンが下の世界に連れてこられて、食べ物がなさすぎて、ついに食べたくないんですけど、わらわらを食べないと自分たちが生きていけなくなっているということ。そしてもう一つがですね、この話しているペリカンは、流暢に日本語を喋るんですけども、皇族の群れにいてるペリカンたちは、もはや知性も失われつつあるということなんですね。この皇族の同胞たちから知性が失われつつあるというところは、もののけ姫でおっこと主様が、もはや体も小さくなり言葉も話せぬとか言ってて、お母さんのモロが、言葉も話せなくなったかとかって言ってる、あれのオマージュになってるんですけども、この意味深なペリカンについては考察編でこれしっかりと深くやっていきたいなと思っています。そして物語の続きなんですけど、そのペリカンが生き絶えて、真人はものすごくショックを受けてるんですけど、その隣にあるトイレの屋根の上から突然ですね、立派なペリカンでしたなとかって言って、アオサギが現れるんですよ。真人はもういろんなことが起こりすぎて、もうショックもそうですし、なんかちょっとね、イラついてて、なんかキレ気味なんですね。このキレ気味の真人に、アオサギは、母上の元へご案内しましょうかとかって言って挑発してくるんですけど、真人はキリコの部屋の方に戻っていきながら、自分で探すからいいとかって言って断ってですね、部屋の中からスコップを持ってまた帰ってくるんですよ。で、そのスコップで穴を掘り始めるんですね。真人はこのペリカンを弔ってあげようとしてるんですよ。それにアオサギはものすごく驚いて、そこから二人はペリカンを弔うんですけど、その弔いながら、なんとなくこのアオサギと真人はなんか和解した雰囲気になるんですよ。ここで前回の動画で解説した B パートの最後、ご武運をって言ってからいなくなってたアオサギがまた再び登場して真人の前に現れるんですね。これ以降ですね、アオサギと真人はほとんど一緒に行動して、まるでバディムービーを見ているみたいな、二人組みたいな感じになっていくんですよ。翌朝ですね、若キリコの部屋のテーブルの椅子になんとなく昨日の夜に和解したみたいになったアオサギと真人は仲良く隣同士に座っていて、そこに若キリコがお茶を入れてあげるんですよね。そこで若キリコはそのアオサギと真人に対して、あんたたち仲良くやんな、力を合わせて行っておいでって言うんですよ。そこでようやく真人が本来の目的であるお母さんを探しに行くという旅に出るんですが、それは一人で行くんではなく、アオサギと共に出るということになっていくんです。そして旅立ちの時、真人とアオサギが旅に出るのを若キリコが見送りについてきてくれるんですけども、その途中までついてきてくれた若キリコは、元の場所に戻らないといけないらしく、別れを告げる時に真人だけ呼び止めて、ちょっと寄せるんですね。で、その真人に対して、自分は若い姿のキリコじゃないですか。そのおばあさんの時のキリコの自分自身の人形を真人にお守りだって言って渡すんですね。そうして若キリコが見守ってアオサギと真人の冒険が始まっていくんだったということで、この映画60分地点から90分地点までの C パートが終わります。これがですね、僕の予習編の第5回でお話ししていた喧嘩しているアオサギと主人公の真人くんに仲良くやんなっていうことで声をかける女性のキャラクターというのが安田道夫さんのモデルであるということを鈴木敏夫が言ってたよという話で、ここのシーンのことになってるんですね。この C パート最後のシーンで注目したいポイントが2つあるんですけども、1つはこの物語の中でアオサギと若キリコは初めて出会ってるはずなんですけども、若キリコはアオサギのことをものすごく受け入れているというところが不自然なんです。この C パートの冒頭でアオサギの羽を持っていたからペリカンに食べられなかったということを発言している若キリコは、アオサギの存在自体は知ってるんです。そしてアオサギというキャラクターはこの下の世界でたった1匹しかいないキャラクターなんですね。このことから若キリコはどうやらそもそもアオサギの存在を知っていたということが分かってくるんですけども、これが一つですね。
そして2つ目なんですけども、若桐子がおばあさんの姿をしている自分自身の人形を真人に渡すというのはこれどういうことなのかと、今回の解説の中でお話しした若桐子の発言から上の世界からこの下の世界に来ているということはわかるんですけど、自分自身がおばあさんの姿をした人形を真人に渡すというのはものすごくハテナなんですね。このあたりはまた考察編で深くやっていきたいと思っています。ということで今回お話しした C パートの物語の内容をまとめていきたいと思うんですけども、 C パートで注目してもらいたいポイントが5つあります。1つ目は今までの宮崎作品ではありえないほどの刺繍がプンプンするファンタジーの世界観。2つ目はこの君たちはどう生きるかの物語の鍵を握る重要人物のうちの2人が出てきて、1人は若桐子、もう1人はペリカンとわらわらを焼き尽くした姫様っていうのがいるんですけど、この2人がものすごく重要なキャラクターなんで押さえておいてもらいたいです。特に次回の D パートの解説でこの炎の魔法を使う姫様と言われている少女は何者なのかと、 D パートではこの姫様が大活躍するので、この姫様に注目して次回の D パートを聞いていただきたいなと思います。そして3つ目の注目ポイントはですね、ペリカンが話していた重要情報ですね。これはですね、次回の D パートになんとペリカンだけではなくアオサギだけでもなく大量のインコが出てくるんですけど、そのインコ、ペリカン、アオサギというこの鳥ですね。この鳥のこの鳥の役割について考察していく必要があると思うんですけど、ここでですね、このペリカンが話していた会話というのはものすごく重要な意味を持ってくると思いますので、ここも頭に置いていただきたいなと思います。そして注目ポイント4つ目はですね、この世界のものは殺生ができないということであるとか、わらわらは飛んでいったら上の世界で人間になって生まれてくるなどの重要なセリフがこの C パートには結構散らばっているので、そこのところをですね、考察編まで覚えておいていただきたいなと思います。そして注目ポイントの最後5つ目はですね、上の世界と下の世界というこの世界観ですね。この上と下の世界のつながりがどういう風につながっているのかというのを想像しながらですね、次回の D パート以降の物語を聞いていただきたいなと思っております。以上がですね、この C パートの注目ポイントなんですけども、これを踏まえた上で次回の D パート、本当に怒涛の展開を迎えていくんですけど、その怒涛の展開を迎える D パートと同じぐらい怒涛の展開を迎える最後の5分ぐらいしかない E パートですね。こっからどんどんスピード感が増していって、もう最後はキュッと急速に物語が収束していく映画なので、映画館で見てると早すぎてついていけないんですけど、こういう風に一個一個の出来事に絞ってお話ししていくことで整理していきながら見ていただけたらなと思っています。ということでですね、次回D パート。D パートは題しまして、母を連れ戻そうとする少年と分かり始めるこの下の世界の仕組みというのをお送りしたいと思います。次回 D パートも楽しみにしてください。もうこの映画を見た人も、まだ見ていない人もですね、正直今回の映画、ネタバレありかなしかとかじゃなくて、もうネタバレされた上で見に行ってもわけわかんない映画になっていると思うので、ある意味全く問題ないんですね。なので、もう見たよっていう人も、まだ見てないよという人もですね、ぜひこのチャンネルを登録していただいて、この動画に高評価ボタンを押していただいて、応援いただけたらなと思います。それでは皆さん、僕の解説聞いていただきありがとうございます。皆さんご来場ありがとうございました。さあ、始まりました。那須尾館長のムービームービング。今回は、君たちはどう生きるかを連続して語っていく解説編の第5回になっております。この番組はムービーがムービングしていくということで、映画の面白がり方を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。これまでですね、冒頭から90分地点までを語ってきました。今回は90分地点から120分地点までの D パートの解説になっております。物語が進む速度がどんどん上がっていくこの D パートは A、B、C パートを知らないと何のことを言ってるかわからないと思いますので、もしまだ見ていない方がいれば A、B、C パートを語った前回までの動画を先に見てください。今回も物語で起こる出来事を一つ一つ押さえていくんですけども、その中でこのことについては考察編で詳しくやっていきますという伏線を張っていきたいと思います。
この張っていった伏線をこの解説編が終わった後の考察編で一つ一つ深掘りして語っていきたいと思っているんですね。それでは早速 D パート90分地点から120分地点までの物語をさらっていきましょう。D パートは題しまして、母を取り戻そうとする真人と分かり始める世界の仕組みというタイトルになっています。前回 C パートのラストでアオサギと共に母を探しに行く旅に出ることになった真人。一方ですね、現実の世界では真人の父とおばあさんたちがいなくなった真人と夏子とキリコおばあさんを探してですね、家中を探し回ってるんですね。しかしどこを探してもその3人はいないんです。3人同時に神隠しなんて聞いたことがないと言いながら肩を落とす真人の父にですね、一人のおばあさんが彼らは塔の中に入っていったんじゃないかということで話しかけるんですね。そこからこの不思議な塔ができた時の昔の話を話し始めるんです。その話を聞いて塔の中に入っていったという確信を得たお父さんはですね、全身を武装して日本刀を帯刀してですね、その塔の方に捜索に向かうんです。ここでお父さんが言っている神隠しという言葉なんですけど、これまさに千と千尋の神隠しも同じ神隠しでして、この君たちはどう生きるかの話の構成自体も、千と千尋の神隠しの話の構造と大きな構造が同じになってるんですね。それを意識しながら以降の話を聞いていただきたいです。それとですね、おばあさんが父に対して話すこの塔ができた時の話。この話の中に物語の重要な要素がいくつも入っているので、そこにも注目していきたいんですね。話の内容は主に5つありまして、1つ目は、あの塔は人の建てたものではないということ。そして2つ目は、ご維新の少し前の時代に空から巨大な隕石が降ってきて、もともと湖だった場所に激突するんですね。そこで元々あった湖は焼けてなくなってしまって、その巨大な隕石だけが立っていたと。ここでいうご維新というのは明治維新のことで、明治維新の少し前に隕石が降ってきたということがわかるんですね。そして3つ目なんですけども、その隕石が降ってきてから30年ほど経ったら、周りに森が回復してきてですね、その頃に真人の大王子がその隕石を発見してですね、取り憑かれたかのようにその隕石に執着していくんですよ。そして大王子はその隕石の周りを建造物で囲ってあの塔を建築したということなんですね。そこからわかるのは、この塔はただの建造物ではなくて中身が隕石なんですね。その隕石の周りを建造物で囲って塔にしているということから、中に不思議な空間が出来上がっているということがわかるんです。そしておばあさんの話4つ目なんですけども、4つ目は、その後溢れんばかりの本に読みふけった大王子は頭がおかしくなって、読んでる途中の本を開いたままその塔の中に姿を消していったというお話があるんですね。そしてこれが重要なんですけど、5つ目ですね。その後、幼き日の真人の母、少女の頃の母親がですね、塔の中に入って姿を消したと。行方不明になってたんですけども、1年後にその塔の中からそのまんまの姿でお母さんが帰ってきたという話が出てくるんですね。ここからこの君たちはどう生きるかの物語の時系列とこの塔についての考察をすることができるんですけども、ここについては考察編で深くやっていきたいと思っています。そして5つ目にお話しした真人の母が少女の頃に行方不明になってそのままの姿で帰ってきたというところは、この物語のラストにつながる展開になっているので、ここを頭に入れておいていただきたいんですね。物語を続けていきたいと思うんですけども、現実ではお父さんが塔の方に向かっているその一方ですね、塔の中、下の世界ではですね、真人とアオサギがペアになって森の中を進んでいます。これどこに向かっているかというと、その下の世界の中にある塔の方を目指してお母さんを探しに行ってるんですね。その道中ですね、真人が矢を射って、それが当たって、くちばしに穴が開いてしまったことで、アオサギの能力がね、低下してたんですけども、そこをですね、真人が木を削ってコルクを作ってですね、くちばしの穴を埋めてあげるんですね。くちばしの穴を埋めてあげると、アオサギの本来の力が取り戻って、また人間の姿からアオサギの見た目に変化する変身能力を取り戻すというくだりがあります。
ここから真人とアオサギはなんとなく仲良しになってバディムービーみたいになっていくんですけども、見送ってくれた若キリコはラストまで登場しないんですね。それとこの2人が進んでいる森はなんか変な形の虫がいっぱい飛んでいて、これがね、ナウシカの不快のシーンのオマージュにもなっています。やがて塔に向かって進んでいる真人とアオサギは、その通過地点である鍛冶屋の家っていうところにたどり着くんですね。しかしそこには鍛冶屋の姿はなく、鍛冶屋の家はカラフルな二足歩行の人間みたいなインコたちに占領されてたんです。そのインコについてアオサギは、奴らは象だって食いますぜ。ペリカンと一緒に大旦那が持ち込んでから増えたんだ。って言ってるんですね。可愛らしいカラフルな見た目をしているインコがものすごく獰猛な生き物だったということに真人は驚きます。ここでですね、新キャラクター、インコが登場するんですね。この映画をずっと最後まで賑わせてくれるインコの存在はとても深い意味があると思っているので、これは考察編でしっかりやっていきたいと思います。どういうことかというと、前回の動画でも少しお話ししたんですけども、真実と嘘を使いこなすアオサギの存在、そしてわらわらを食べるしかなくなって飢えているペリカン、そして今回出てきたのは人間サイズの象でも食べてしまう獰猛なインコたち。この鳥の存在について考察編で詳しくやっていきたいと思うんですね。物語の続きですけども、この鍛冶屋の家を突破するために、アオサギがインコの前に出て、インコの気を引いてる間に、真人がその家を突破するという作戦を2人が思いつくんですね。作戦通り、インコを挑発して、アオサギがインコを連れてバーッと逃げていって、作戦成功したかに見えるんですけども、鍛冶屋の家の中に入ると、真人はもう入った瞬間から中にいてたインコたちに取り囲まれてしまうんですよ。そこでインコたちはなんと言葉を喋るんですね。赤ちゃんは食べない。お前は赤ちゃんがいないから食べる。と言って、顔は可愛らしい顔で真人に話しかけてるんですけど、言ってることが怖いのと、実は手を後ろに回してて、その後ろに回した手には包丁とか、そういう刃物とか、凶器を隠してる不思議なね、インコに取り囲まれるわけですよ。そんなインコたちに真人は食べられそうになるんですね。その食べられそうになった瞬間、家の奥にあった暖炉から炎が吹き出して、炎の中からヒミが現れて、そのヒミが炎の魔法でインコたちを追い払ってくれるんですね。助けてくれたヒミに真人は夏子という女性を知りませんかと聞くんですけども、ヒミは夏子妹かって言うんですよ。そう言われて真人は妹っていう不思議な反応をするんですね。このシーンが僕すごく好きなんですけども、まず真人が鍛冶屋の家に入ってドアを閉めた。そしてインコが取り囲むというこのシーンの構図がですね、完全にハウルの家の玄関の構図と同じになっていたりとか、炎が吹き出て火味が出てくる暖炉はですね、カルシファーがいてたあそこの場所にすごく似てるんですね。それはあんまり重要視実はないんですけども、このシーンからヒミと真人の直接的な関わりが生まれてくることになります。そして、夏子という女性は知りませんかという問いかけを真人はするんですけども、それに対してヒミはピンときていなくて、妹かって聞き直すんですよ。このセリフについてまた後でお話しするんですけども、ラストに引っかかってくる重要な要素になっていますので、頭に置いていただきたいなと思います。それから一難去って、真人はヒミに連れられて炎の魔法でワープするんですね。到着するとそこは塔の麓にあるヒミの自宅だったんですよ。そこで真人は自分の母親を探しに来たんだということをヒミに伝えるんですけども、ヒミによるとどうやら塔の中にお母さんはいるらしいということがわかるんですね。そしてヒミはあの塔はいろいろな世界をまたがって立っているという発言をするんです。それからヒミは真人にジャムトーストをご馳走してあげるんですけど、そのジャムトーストの美味しさがあまりにも美味しくてですね、真人はお母さんと同じ味がすると言いながら心から感動するんですよ。ヒミはそれを聞いて同じだ。私の母も死んだと真人に話すんです。実はこの映画ですね、おばあさんたちとか鳥とかのキャラクター以外の人物は全て真人の血族でできてまして、真人の血族がこの物語を全て動かしていってるんですね。その中で、ヒミの発言しているお母さんが自分も死んだっていうことであるとか、ジャムトーストの味がお母さんと同じとか、そういうことがね、全て
ラストになるにつれて繋がってくるという構成になっているんですね。そして物語続けていきたいんですけど、食事をとって休憩した2人はですね、夏子がいてる塔の中に見張りのインコの目を盗んで侵入していくんですよ。どうやら塔の中では氷見の魔法の力がね、弱まるらしいんですよ。普段だったらインコが何匹出ても一網打尽にできるぐらいの炎の魔法を持ってるんですが、この塔の中ではあまりそれを使えないので、インコからバレないようにこっそりと塔の中に入っていくんですね。やがて2人は時の回廊と後に呼ばれているドアがずーっと並んでいる廊下にたどり着くんですよ。2人が立ち止まったドアの番号は132番のドアでして、どうやら氷見によると、このドアから真人は現実の世界に帰ることができるということがわかるんですね。そんな会話をしていると、廊下の両サイドからインコがいっぱい現れて、もうこれバレてたんですね。追いかけてきてるんですよ。もう逃げ場がない2人はですね、仕方なくその132番のドアを開けて外に出ます。ここで出てくる時の回廊というこの場所は、無数のドアが並んでいて、部屋番号みたいなドアに3桁の数字が書いてあるんですよ。どうやらその数字はランダムなんですけど、開けるドアによって別の時間軸の現実の世界に出ることができるドアなんです。この時の回廊という場所はラストにも登場するんですけど、このラストの時に詳しくお話ししていきたいと思います。それから追いかけてきたインコたちがドアに押し寄せて、インコが外に出てこないように氷見と真人は必死にそのドアを止めてるんですよ。そこにですね、武装して追いかけてきた父親とおばあさんたちが到着するんです。お父さんは化け物が出たということで、日本刀を抜いて、その出かかってるインコたちに切りかかろうとするんですけども、押し負けて開いた扉から、どんどんインコが出てくるんですけど、みるみるうちに体が小さくなって、普通のインコになってパタパタと飛んでいくんですね。その飛んでいったインコが、もううんこをいっぱい落としてですね、そのうんこまみれになったお父さんは、もう唖然としてるんですけど、唖然としてるお父さんを見ながら、父さんごめんねって言いながらですね、真人と氷見はまた132番のドアの中に入っていく。また下の世界に戻っていくんですね。この時に氷見が、このドアノブを絶対に離してはいけないということと、このドアノブは外の世界からは見つけることができないという発言をしているんですけども、つまり下の世界から上の世界に移動することはできるんですけど、上の世界から下の世界に入ってくるには、下の世界の案内がなければ入ってこれないということが分かってくるんですね。そして132番のドアからまた下の世界に戻った真人と氷見はですね、必死になってごちそうをいっぱいこしらえているインコたちを横目にですね、夏子がいている産屋に向かうんです。産屋に2人はたどり着いて、氷見は真人に、この中には私は入ることができないと言うんですね。なので、真人のみがその産屋の中、夏子さんがいてる産屋の中に入るんですよ。すると、ベッドの上に横たわってる夏子さんがいてたんです。ここでようやく真人は今まで探してきた夏子と再会することができるんですけども、夏子は真人に気がつくと、帰りなさい、あなたなんて大嫌いって言って発狂するんですね。すると、夏子が寝ているその上に紙の札がずーっとぐる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 回ってるんですけど、そのぐるぐる回っている無数の紙の札が一気に真人の方に襲いかかって、真人は、母さん、夏子さん、母さん帰ろうって叫びながらですね、紙の札を振り払ってですね、振り払って、夏子に近づこうとするんですけど、その紙の札がついたところは、どんどん血が出ていって、怪我していってるんですね。肉をこの紙の札がちぎっていってるみたいな感じなんです。それを見て夏子さんは正気に戻って、真人さん逃げてって言うんですけど、もう紙の量がもうすごく増えてですね、もう紙に飲み込まれる形になって、産屋から真人は押し出されるんです。すると真人は気を失って倒れてしまうんですね。外にいた氷見は真人の体にまとわりついてたその紙の束を炎の魔法で焼き払って、石の神様に我が妹を返したまえと祈りを捧げるんですけども、この空間が出している稲妻にバチッと打たれて、氷見も気を失ってしまうんです。この気を失ってしまった真人と氷見をインコがやってきて連れ去っていくということになってるんですね。
ここでね、登場する産屋っていうのが一つ大きなキーワードになってるんですよ。産屋というのは昔のこの日本に実際にありまして、昔の日本では産前産後の女性というのは汚れている状態ということにされてまして、その期間の間、女性を隔離するための小屋のことを産屋って言うんですね。地方によって異なるんですけど、だいたい産前の1ヶ月前から産屋に入るという風習が当たり前のように日本にはあったんです。で、ここで言うところの汚れっていうのは、汚れっていう字とはまた別の文字でして、汚いという意味ではなく、気が枯れているという意味なんですね。つまり、生命力が低下している状態のことを汚れている状態ということで、昔の日本人は言ってたんです。そこの中に男性が入るということは、大きな禁忌、タブーとされていて、その中に真人が入ったから、神の奥田が攻撃してきて追い出したという、そういう話なんですね。そして、この神の札がいっぱい襲いかかってくるっていうのは、千と千尋の神隠しで、白が襲われてたトンボみたいな形の神の札が襲ってくる、そのシーンのオマージュにもなってるんですけども、ここの産屋というのがものすごく印象的に描かれていて、この物語を深く掘っていく中で重要な一つのポイントになってると思います。そして、氷見が言っていた、我が妹を返したまえというセリフから、氷見は幼い女の子の見た目をしているんですけども、夏子のお姉さんであるということがわかる。つまり、真人のお母さんなんですね。この D パートの前半でお話ししたおばあさんの会話から、真人のお母さんは幼い時に1年間行方不明になって、そのまんまの姿で帰ってきたという話があったんですけども、そこにも繋がってくるんで、このあたりはラストのところでまとめていきたいと思います。それから物語続けていくんですけども、真人はうつ伏せで気を失ってるんです。周りには氷見はいなくて、氷見はどうやらインコによって別の場所に連れ去られてるようなんですね。で、気を失っている真人は夢の中で大王子と出会うんですよ。大王子がいてる場所は殺風景で何もない部屋の中にテーブルと椅子があって、その椅子に大王子は座ってるんですよ。そこに真人は近づいていくんですね。声をかけようとすると、大王子はものすごく集中して汗をかきながら、このテーブルの上にあるぐら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 揺れて今にも倒れそうな積み木をちょっとずつ調整して積み上げている作業の最中で、ちょっと待ってくれって言うんですよ。大王子はその謎の積み木みたいなやつのバランスを取ろうとしてるんですね。そして大王子がちょんとこう集中して触ったら、このぐらぐら動いていた石でできた積み木みたいなものがピーッと安定するんです。その手を加えて安定した積み木の様子を見て、大王子はこれで1日は持ちそうだと発言するんですね。それからおいでと真人に声をかけて丘の上の方に連れて行くと、一番高い丘の上にこの世界の源と思われる黒いぐちゃぐちゃの丸い塊みたいなものが浮いていて、その前で真人と大王子は会話をしていくんです。そこで大王子は真人に、この世界を継ぐ者はもう決めている。この世界は血族にしか継ぐことができない。真人よ、継いでくれんかと言い出すんですね。それを受けて真人は、この石はお墓の石と同じです。この石には悪意があると言うんですよ。王子はそれに対して、それがわかるお前だから継いでほしいのだと言うんですね。このシーンから真人と大王子のラストにつながっていく関わりが発生するわけなんですけども、大王子はこの石でできた積み木のようなものを積み上げる作業を今までずっとしてきて、どうやらこの世界というのはこの石の積み木の微妙なバランスによって保たれているということがここで分かってくるのと、逆に言えば積み木が崩れてしまったらこの世界は崩壊してしまうということも分かってくるんですね。この会話の中から大王子はもうずっと何十年もずっとこの積み木を積んで世界を保つ作業をずっと続けてきたんですけども、自分がもう限界になっていると、この積み木のバランスがもういよいよ保てなくなっているということがあって、それを真人に譲ろうというのが大王子の考えなんですね。この内容はこの下の世界を考察していく上ですごく重要な内容になっているので、ここは考察編で詳しくやっていきたいと思います。そんな大王子に対して真人は、
この石はお墓と同じで悪意がありますという意味深なセリフを言ってるんですけども、出ましたね、ここで。また悪意です。序盤の真人が自分の頭を石で打ちつけて、ここに傷を作ったと。それは悪意の象徴だということを言ってましたけど、そういう悪意というキーワード、君たちはどう生きるかという映画の中においての悪意とは何なのかということは考察編で深くこれもやっていきたいと思います。それから大王子と夢の中で出会った真人が目を覚ますんですね。するとそこは牢獄で、インコはなんと真人を食べようと思ってそこへ閉じ込めてるんですよ。そこにインコに変装したアオサギが助けに来てくれてですね、インコに気づかれないように真人を連れて外へ出て脱出に成功するんです。脱出した2人は外へ出てみると、外ではものすごく盛大なパレードが行われていて、それはどうやらインコ大王というキャラクターを迎えるための盛大なパレードが行われてるんですね。ここでですね、重要な新キャラクター、僕の大好きなインコ大王が登場するんですけど、このインコ大王というのは、インコたちから熱狂的な支持を集めていて、この世界の中でも大王子の次くらいに影響力を持っている人物であるということが、人物といっても鳥なんですけど、存在であるということがわかるんです。そしてこのパレードのシーンは、ハウルの動く城の冒頭で戦争に沸き立っているヨーロッパの街並みが映るんですけど、そこのシーンのオマージュにもなっているんですけどね。ということで、どうやらインコ大王はパレードに迎えられて、その後ろにですね、眠っている氷見が入っている棺を運んでるんですよ。その眠っている氷見を連れて、インコ大王は塔の中に入っていくんですね。それを見て真人にアオサギが、あの子を使って親方様と取引をするつもりですぜって言うんですよ。それから真人とアオサギは氷見を助けるために、そのインコ大王が入っていった建物を追いかけていくように入っていくんですよ。インコ大王は眠っている氷見を連れて、塔の中の大王子がいる場所にどんどん登っていくんですけど、それを同じくして、真人とアオサギも追いかけてきて、それに追いつこうとするんですね。その木の階段の場所で、追っ手に気づいたインコ大王は、サーベルを抜いて、その木の階段をバチバチと切って、バチーンとかね、破壊してしまうんですよ。これで階段が登れなくなってしまった真人とアオサギは、階段を迂回してですね、別のルートから大王子の方に遠回りして向かうんですね。一方ですね、インコ大王は、氷見を連れてどんどん大王子の方に近づいていって、大王子がいてる場所の入り口にあたる石でできた白い通路を進んでいきます。ここの木の階段をインコ大王が破壊して、崩れ落ちていく木の階段に真人がぶら下がるというシーンは、天空の城ラピュタで崩れる木の線路にギリギリパズーが捕まってるというところのオマージュにもなってるんですけど、そこはあんまり重要じゃなくて、アオサギの発言からインコ大王はどうやら氷見を使って大王子と取引をしに行こうとしてるんですね。大王子との取引になぜ氷見が必要なのかと言いますと、氷見は真人の母であり、大王子にとって重要な存在だからなんですね。それから石造りの廊下をですね、インコ大王は人質の氷見の棺を2人の部下のインコに持たせてですね、どんどん進んでいくんですよ。ですが、石の通路はインコ大王が入ってくることをまるで拒否するかのように、バチバチ稲妻を走らせるんですよ。そこをですね、インコ大王が、沈まれーと言って絶叫しながら、カツを入れながらですね、石の通路を進んでいくんですね。その石の通路を抜けると森が広がっていて、その森にはですね、人型じゃない普通の赤星インコがそこら中にいてまして、それを見て連れてきた部下のインコが、天国だ、極楽だ、ご先祖様だって言うんですよ。ここで出てくる石の通路なんですけど、石の通路はどうやら石を持っているんですね。ダジャレじゃなくて。で、ここで言うところの石っていうのは、おばあさんがお話ししてた、隕石が落ちてきたっていうその隕石のことなんですね。この隕石の中がこの塔の中になっているので、どうやらこの隕石自体が石を持っているということなんですよ。そして実はこの隕石の石と中に入っている大王子の石はまた別の石になっているということも理解してもらいたいんですね。この辺も考察編の下の世界の考察の時にやっていきたいと思います。
その森の先のテラスにいてる大叔父はですね、相変わらず積み木をね、慎重に調整し続けてるんですよ。そこに氷見を連れたインコの一行がたどり着いて大叔父と会話をするんですね。この下の世界の禁忌を犯した真人という存在を排除するべきだと訴えかけるインコ大王。それに対して確かに禁忌を犯したとしながら、しかし子供たちの意志は尊い。真人に後を継がせたいと大叔父は言うんですね。ここでインコ大王と大叔父の意見が割れるんです。納得のいってないインコ大王は氷見を大叔父のところに戻して、大叔父がいてる場所から元の場所に引き返していくんですよ。ここで言ってる禁忌というのは、真人が夏子がいてる男子禁制の産屋に入ってしまったということを禁忌としてるんですけども、そこからそもそも産屋で夏子に子供を産ませようとしていたというのはですね、大叔父の後継ぎをそこで産んで欲しかったからということも推測することができるんです。そこに外の世界から真人がこの世界に入ってきたということで、真人にこの世界を継がせようというのが今の時点っていう話ですね。そしてインコ大王たちが去って、大叔父は残された氷見の棺を開くと、氷見は目を覚まして大叔父と会話をするんですね。氷見は大叔父に真人は元の世界に返さないといけないと言うんですよ。大叔父はその氷見に対して氷見もお帰りって言いながら、私はこの世界を守らなければいけないと言うんですね。ここで大叔父が言っている氷見もお帰りというセリフから、氷見は外の世界からこの下の世界に入ってきたということがわかるんですけども、このセリフと先ほどお話しした真人の母が氷見であるということがつながってですね、氷見はこの世界から上の世界に帰らないと真人自体が生まれてこなかったということにもなりかねないということなんですね。このあたりの関係性は考察編で深くやっていきたいと思っています。以上がですね、この物語が始まって90分地点から120分地点までの D パート、母を取り戻そうとする真人、分かり始める世界の仕組みという内容になっています。まとめていくと、真人はついに夏子と再会することができたんですが、元の世界に連れ戻すことは叶いませんでした。そこから真人はアオサギと合流して、インコ大王に連れ去られた氷見を救出していくという話に変わっていきます。その中で大叔父と真人の会話の内容や、氷見が真人のお母さんであるということから、この下の世界の仕組みが分かり始めたというのがこの D パートになってました。D パートで特に注目してもらいたいポイントが5つあるんですけども、1つ目はおばあさんが話していたこの不思議な塔の誕生秘話。そこからこの塔の正体は不思議な突然やってきた隕石であるということや、この物語の大きな時系列が明らかになりました。2つ目は氷見は真人のお母さんだったということ。氷見の発言から夏子の姉であるイコール真人の母であるということが分かり、次回の E パートの内容で真人の母が1年間行方不明だったという話にもつながってくるということから、ここのポイントにも注目していきたいと思います。そして3つ目はですね、大叔父と真人の会話。大叔父はずーっと長い年月積み木を積んでこの不思議な世界を保つ作業をしてきたんですけども、それがもうそろそろ限界になっていて、真人にその後を継ごうとしているということ。そして4つ目のポイントはインコ大王の登場ですね。ここで登場するインコ大王っていうのはこれ何なんだということなんですけども、インコ大王は次回の E パートで大活躍するんですけど、その大活躍を踏まえて考察編でしっかり押さえていきたいなと思っています。そして5つ目は産屋と夏子の話ですね。この産屋という象徴的な場所を出してくるということがこの物語にとってものすごく重要なポイントだと思っているんですけども、出産を控えた夏子が下の世界に呼び込まれて、その産屋に隔離されてそこで出産しようとしていたということがかなり重要な要素の一つだと考えているので、ここは考察編で深くやっていきたいと思うんですね。以上が D パートの解説になっております。次回ですね、120分から125分までの5分間の E パートというのを解説していくんですけども、A パート B パートなんかに比べると D パートはもう分あたり時間あたりの出来事の数がもう半端なく多くてですね、
しかも E パートに関してはもうたった5分間なのにもうすごい内容が盛りだくさんになっているというところから話す内容が多くてですね、もうこの動画自体もね、もうどんどん長くなっていってしまってるんですけども、ようやくですね、次回5分間の E パートを解説した後にですね、考察編の方に突入できるということで、やっとここまで来ました。A パートの解説からもうずっと見てくださってる皆さんも本当にありがとうございます。これからですね、E パートの解説をしてから A パートから E パートまで貼ってきた伏線をですね、考察編に突入してから片っ端から回収していくんですけども、先日ですね、バービーというもう素晴らしい映画を見てしまいまして、そちらはそちらで語っていきたいと思いますし、この君たちはどう生きるかについては、もう半分はここ宮崎駿研究というね、僕のね、このライフワーク的なところもあるので、こう長いスパンでじっくりやっていきたいと思っています。逆に言えば、それほどまでにこの君たちはどう生きるかというのはもう語りがいのある映画だということには間違いないと思いますので、もう公開されてから1ヶ月経ちますけども、じっくり一緒に味わっていきたいと思っております。ということで、長い時間ですね、この動画見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。ぜひですね、この動画に高評価ボタンを押していただいて、応援いただければすごく嬉しいなと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、皆さんご来場いただきありがとうございました。はい、始まりました那須館長のムービームービング。今回は君たちはどう生きるかについて連続して語っていく第11回目の回で、解説編の最終回 E パートの解説をしていきたいと思っております。この E パートというのはラストの5分ぐらいのパートになってるんですけども、このラストの5分にものすごく内容が詰まっているので、そこを徹底的にやっていくという内容になっております。この番組はムービーがムービングしていくということで、映画の面白がり方を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。今回の E パートの解説はですね、ABCD パートの総決算となる最後のラストの5分になっているので、前回までの ABCD パートの解説を聞いていなかったら内容がよくわからないと思いますので、まだ見ていない方がいればそちらを先に見ていただけたらなと思います。そして今回も一つ一つの出来事を解説していく中で、ここの部分についてはまた次回以降解説していきますという伏線を張っていきたいと思っています。というのも、そこも一気に解説に入れてしまうと、もう動画が何時間あっても足りなくなってしまうので、それは次回以降の考察編で一つ一つじっくりやっていきたいと思っています。ということで E パート約120分地点から124分までのラストの5分間について物語を徹底的にさらっていきましょう。 E パートは題しまして崩壊する世界、この体験は少年と共に生き続けるをお送りします。前回 D パートからの続きです。氷見をさらっていったインコ大王を追いかけて、真人とアオサギは大王子がいてるところにつながる白い石の通路を進んでいきます。するとその途中で引き返したと思われていたインコ大王が身を隠していて、こっそりと真人とアオサギの後をつけていくんですね。ここでですね、前回ラストでインコ大王が大王子に対して取引を持ちかけるんですが、この取引の内容というのが少し分かりにくいので、ここでおさらいをしたいと思います。インコ大王と大王子の意見が実は対立しているんですけども、インコ大王としては大王子にこの世界を保ち続けてほしいと思っているんですね。そのため上の世界から来た真人を夏子がいてた産屋に入るという禁忌を犯したという理由で排除したいという狙いがあります。反対に大王子としては下の世界がもう自分の力では保てない、もう限界が近づいているということを感じて、この下の世界が崩壊していく前に真人にこの世界を受け継ぎたいと考えているんですね。つまり真人が鍵を握っていて、真人の考え方次第ではインコ大王は権力を失って普通の赤星インコに戻ってしまうかもしれないということになってるんですよ。なのでインコ大王はリスクを承知の上で真人の出方を伺うためにこっそり真人の後をつけて、また大王子のいる方についていくという流れになっているわけですね。話の続きなんですけども、真人とアオサギは大王子のいる方に進んでいくと、
逆に真人を探して大叔父のところから戻ってきた氷見と出会いまして、真人と氷見は抱き合うんですね。それがまさにこのシーンになっているんですけども、氷見は抱き合った後、真人に大叔父が待っていると告げてですね、真人とアオサギに氷見も合流して3人でまた大叔父のところに向かっていきます。すると、さっきまで晴れていた空がどんどん暗くなってきていて、風が強くなっていて木が揺れ始めるんですね。もうすっかり夜になり始めていたんです。インコ大王は3人に気づかれないようにこっそり後をつけていきます。ここからこの夜になって荒れ始めてるというところと、この世界の限界がもうすぐそこまで迫ってきてるというところで、そこが相まってですね、どんどん物語の緊張感がラストに向かって高まっていくシーンになってるんですね。3人は一度真人が夢の中で大叔父と話をしていた黒い塊が浮いている場所にたどり着くんですけども、ふと真人が足元を見てみると、大叔父が積み上げていた石の積み木のなり損ないがですね、無数に地面に転がっていて、実はこの場所はこの石のなり損ないが積み重なってできた丘だったことに気づくんです。この君たちはどう生きるかの後半の方で出てくるこの石ですね。大叔父が積み上げている石は綺麗な形をしている整った形の石なんですけど、真人の足元で見たのは汚れていたり欠けている石のなり損ない。しかもこの石を積み上げることでこの下の世界を保ち続けてきた大叔父がいるということで、この石っていうのがものすごくね、重要なモチーフになっているんですけども、こちらについては考察編でしっかりとやっていきたいと思っています。そうして石のなり損ないの丘をどんどん登っていくと、一番高い丘の上に大叔父と話していた時に出てきた黒い塊が浮いているんですよ。その前に大叔父はいてたんですね。大叔父は到着した真人に、これは悪意のない13個の石だ。3日に1つずつ積みなさいって言って真人に渡そうとするんですよ。しかし真人はですね、それはできませんって言うんですよ。真人は自分のここの部分についている傷を大叔父に見せてですね、この傷は悪意の印です。僕は現実に帰って氷見やキリコさんやアオサギのような友達を作りますと言うんですよ。ここで下の世界の命運をめぐる重要なこの真人という存在がですね、この世界を受け継いでほしいという大叔父の誘いを悪意があるという理由で断るんですよ。真人が受け継がないということから、この世界はもう保てなくなって今にも崩壊することが確定するということになってまして、そしてこの大叔父が真人に渡そうとする悪意のない13個の石ということなんですけども、この13個について今まで宮崎駿が監督してきた長編作品の数がちょうど13個であるということや、いろんな人が考察しているんですけども、しかも3日に1個積みなさいというのがですね、だいたい3年に1本ペースで宮崎駿がずっと映画を何十年も作り続けてきたというところなど、いろんな憶測が飛び交っているんですが、そこも先ほど言った考察編でこの石の解説をするときにしっかりやっていきたいと思っています。そしてですね、悪意があるから告げませんということで、ここでも悪意という言葉が出てくるわけですよ。このたびたび出てきてますけど、悪意というのはこの君たちはどう生きるかという物語の中でどういう意味を持っているのかというのがすごく考察のしがいのある内容になっているので、ここについて今のところ腑に落ちる解説をしている人が今いないので、ここは考察が難しいところでもあるんですけども、しっかりやっていきたいなと思っています。そして続きなんですけども、真人が受け継ぐことを断って積み上がってる石の積み木はどうなってるかというと、もうね、ぐわんぐわん揺れて、もう今にも崩れそうになってるんですよ。しかも真人が受け継がないという結果を出した時点で、この下の世界は崩壊することは確定してしまってるわけです。その様子を見かねたインコ大王が突然横から登場して、わしにもできるとかって言って、大叔父が真人に渡そうとしてたその13個の綺麗な悪意のない積み木とやらをバーッと奪い取って、バチ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 ってこう積み重ねるんですけども、もうダメなんですよ。インコ大王ではダメで、わーっと崩れそうになる、あーってなった時にインコ大王がですね、もうサーベル抜いて、もうその石の積み木ごとバチーってこう切っちゃうんですね。その直後、
目の前にあった大きななんかぐにゃぐにゃの塊みたいな、この世界の源みたいなやつが液体のようになって、バーンと爆発して、レイダラぼっちが最後爆発したみたいに弾けていくんですよ。そしてこの世界はそこを中心にしてどん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 崩れていくと。王子は真人に対して、時の回廊へ急げって言いながら、その液体状になって爆発したもう中心のところにいてるんで、飲み込まれてしまって、インコ大王と一緒にその中に消えてしまうんですね。これはこの世界を受け継ぐことができるのは大叔父の血族だけであるというセリフが前回の D パートであったんですけども、それをですね、インコ大王がもうたまらず積み上げてしまったことによって、今にも崩れそうだったこの世界にもうとどめを刺してしまったということなんですね。この世界を保ち続けて欲しかったインコ大王が一か八かと思って積み上げたこの積み木はですね、案の定なんですけども安定しなかったんですよ。これを僕はインコ大王には自分のこの私利私欲のためにこの世界を保ち続けて欲しいという欲望がある。つまりこの人には悪意があるので、その悪意のない13個の積み木を積み上げることはできなかったんだということの解釈もできると思っているんですよ。このインコ大王というキャラクターがですね、大叔父に対してこの下の世界を保ち続けてほしいとずっとそれまで大叔父をむしろね支えてきたキャラクターでもあるんですよね。このキャラクターについていろいろ考察していくと面白いところがあるんですけども、こちらについては次回以降やっていきたいと思います。ということで破裂したその塊を中心に崩壊していく世界の中、真人と氷見とアオサギは全力で走って時の回廊の方を目指すんですね。一方他の場所では異変を感じたインコたちが自分たちの荷物をまとめて慌ててこの世界から逃げようと思ってインコたちも時の回廊の方に進んでいくんですよ。その混乱の中で長らく出ていなかった若桐子と夏子がですね、同じく時の回廊を目指して進んでまして、2人は合流して2人で時の回廊を目指してくるんですね。そうして時の回廊にたどり着いた真人とアオサギと氷見、廊下の逆側から夏子と若桐子がそこへ到着しまして、この時の回廊という場所で下の世界で生き残ってるキャラクターが全員集合してくるという流れになります。ここでですね、C パートのラストから登場していなかった若桐子と産破りにまた出てきた夏子とですね、この2人が物語に復帰してくるんです。そして主要登場人物が全員時の回廊に集まったというところからもう一気にラストに向かっていくと。ここが映画館で見てるともうめちゃめちゃスピーディーに展開されていくので追いつけないところになってくるんですけど、これね、よくよく考えるとこの下の世界に存在している主要な人物は全て真人の血族であるんじゃないかという僕が考察を立てているんですけども、そうした時にこの若桐子はなぜこの下の世界に存在することができるのかというところが面白いところなんです。しかも夏子と桐子は時の回廊に向かって進んでる道中ですね、合流すると言いましたけど、その合流する時も何も会話は交わさないんですが、なんか二人とも初対面じゃない感じは出してるんですよ。ここのところですね、すごく面白いので、この真人一族の家系についてですね、考察編で深くやっていきたいと思っているので、楽しみにしてください。そうしてみんなが時の回廊にたどり着いて、真人は氷見にお母さんって話しかけるんですよ。そこで真人は、氷見は生きていないといけない。このまま元の世界に帰れば、氷見は火事で焼け死んでしまうんだということを涙ながらに氷見に訴えるんですね。しかし氷見はすでに自分の運命を受け入れている様子で、それでは真人を産むことができないと言って断るんですよ。それから真人の方を向いてにっこり笑って、いい子だなって褒めてあげてですね、別れを告げるんですね。そうして真人と夏子とアオサギは自分が元いた世界につながっている一度氷見と一緒に開けた132番のドアを開けて、一方氷見と若桐子は2人で559番と書かれた別のドアを開けて外に全員が出るんです。ここでそれぞれが別のドアを開けて現実の世界に帰ったというところに注目してほしいんですね。
132番のドアは一度開けてお父さんと一瞬再会してまた戻っていったという話がありましたけど、あのドアと同じドアなので、真人がもともといてた1945年の現代に繋がっているわけなんですけども、一方ですね、氷見と若桐子が開けた559番のドアというのがですね、どこに繋がっていたのかと言いますと、前回の D パートの冒頭でおばあさんが話していた昔話に出てくる真人のお母さんは幼い時に1年間行方不明になって失踪していたんだけど、そのまんまの姿で1年後に帰ってきたという話がありました。その帰ってきた時の現代に559番のドアがつながっていると。そこで、氷見がそこに帰るのはわかるんですけど、昔話に登場しなかったキリコさんも帰ってきてたんじゃないのかというのが僕の考察につながっていくんですけど、ここは考察編で深くやっていきたいと思います。ということで物語の続きなんですけど、現実の世界に真人たちは帰ってくると、後ろを見るともう塔がもうボロボロと崩れ始めていたんですね。すると、画面が暗転して真っ暗な中に真人とアオサギだけが映るシーンが始まるんです。そこでアオサギはもう消えかかってるんですね。消えかかってるアオサギは真人に話しかけるんですけど、あっちのことをまだ覚えているのか、まさかあっちのものを持って帰ってきちまったんじゃねえだろうなって言うんですよ。そう言われた真人は、あーっと思ってポケットの中に手を入れると、ポケットの中には若桐子にもらったおばあさん桐子の木でできた人形と、大王子がいてた丘のところに転がっていた石の積み木のなり損ないを、氷見にダメって言われたのに、ポケットに入れて1個持って帰ってきちゃってるんですね。アオサギはそれを持ち帰ってきてしまってることにすごく驚くんですけども、これは強力なお守りになる。だけどそのうち消えて忘れるさ、と言い、アオサギは、あばよ友達って言って消えていってしまうんですね。真人は向こうの世界でできた友達が消えてしまったことに涙を流すんです。すると、ポケットから出して持っていた、おばあさんキリコの木の人形がボフってなって、おばあさんキリコが復活するんですね。しかもそこにお父さんと6人のおばあさんたちが駆けつけるんですよ。すると塔の扉から、もう無数の赤星インコが、もういっぱいいっぱい溢れ出して出てきてですね、前回同様、大きな体からどん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 ちっちゃくなっていって、普通の赤星インコになってパタパタパタって飛んで、もううんこをね、撒き散らかすんですよ。そこでですね、真人と夏子と父親と7人のキリコを含むおばあさんたちは、再会を喜んで笑い合ってるんですけど、もう全員がもう顔中も体中ですね、うんこまみれで、うんこまみれの大団円ということになるんですね。このシーンで、真人は下の世界にしか存在しないものを持ち帰ってしまったんですけども、アオサギによると、下の世界から持ち帰ったものや、そこでの記憶というのは、やがて消えて忘れてしまうんだということなんですね。そして残念なんですけども、アオサギも作られた下の世界の住人なので、下の世界が崩壊したことに合わせて自分も消えていってしまうということなんですよ。ここで物語が始まった冒頭から登場していたアオサギと真人の物語が終了するということになるんですね。それがものすごく感動的に描かれるんですけども、その直後ですね、問題のシーンがありまして、うんこまみれになるというところなんですけど、これは前回の D パートで一度この132番のドアを開けてヒミと一回一瞬出たんですけど、また戻っていったというところもうんこまみれになってましたよね。スタジオジブリのアニメーションで、しかも宮崎駿がもう最後かもしれないと思って作ってる作品の、その最後のラストの最後のシーンにうんこまみれというのはですね、皆さんはこれね、ネタシーンだと思ってると思うんですけど、このうんこにめっちゃ意味があると思ってるんですね。このうんこについては、アオサギ、ペリカン、インコというこの3種類の鳥がこの物語を彩ってるんですけど、この鳥の解説の時にこの鳥のうんこについても解説していきたいと思っています。うんこうんこ言うてますけど、最後のラストカットがもう一つだけあって、その塔の崩壊から2年後が最後映るんですね。真人にはすでに弟が生まれていて、疎開先のこの田舎から
元いた東京に一家で引っ越しをしようとしているシーンで最後終わるんですよ。そこで真人は自分の部屋の荷物をまとめているんですね。すると、ふとポケットの中に何か存在感を感じて、ちょっと無意識に真人はポケットを気にかけるんですけど、その時に1階の玄関の方から夏子さんが真人さんって呼びかけるんですよ。すると真人ははーいと元気に返事を返して、この映画は終わるんですね。この真人のはーいっていう返事が出たら、米津玄師の歌が流れ始めてエンドクレジットが出て、もう終わりという終わり方になってるんですね。この君たちはどう生きるかという物語は、戦争が始まってから3年目にお母さんを火事で亡くした真人が終戦の2年後までの間に体験した不思議な出来事がこの映画の物語になっているということだったんですね。それは真人目線から見た物語になっていて、1944年から1947年までの出来事を映画にしているんですけども、おばあさんたちの昔話などを時系列に含めていくと、明治維新の少し前から戦争の終戦から2年後、この長いスパンで考えていくと、不思議な塔と真人の血族というところでのくくり。このくくりで物語を見ることもできる内容にはなってるんですね。この映画の冒頭で不思議な体験をする前の真人は、帽子を深くかぶって、目が半分ぐらいしか見えないぐらい深くかぶってですね、これどういうことかというと、自分の本音を人には語らないキャラクターですよというビジュアルのイメージになってるんですね。そんな真人は不思議な世界での体験は記憶にはないんだけど、確かに体験として真人の中には生き続けていて、その体験のおかげでちょっと受け入れづらくて、いろいろ思うところがあった夏子さんを映画の終わりでは受け入れていて、そのママ母の夏子さんに元気に返事を返せるような真人くんに成長しているという物語なんですよ。このシーンは、この先の未来が少しこの出来事が起こる前よりも明るくなっているということを暗示させるラストシーンになっているんですね。以上がですね、崩壊する世界。この体験は少年と共に生き続けるでした。この最後の5分間の E パートの内容をまとめていくと、注目してもらいたいポイントが5つあるんですけども、気になるポイントの1つ目は、大王子がこの世界を受け継いでくれと言った誘いに対して、真人は断った。その断った理由は、自分には悪意があるからダメだという理由で断ったということ。そして2つ目は、インコ大王と王子の関係性。真人がやってくる前の王子とインコ大王の関係性に想像を働かせてもらいたいなと思うんですね。ここのところは考察編で詳しくやっていきたいと思います。そして気になるところ3つ目はですね、別のドアから現代に戻ったというところですね。真人が飲み込まれた不思議な塔というのは、いろんな時空にまたがって立っているというキャラクターの発言があることと、時の回廊といういろんな時系列につながっている扉が集まっているですね、廊下の存在。このあたりから、この塔はこれ何なんだということなんですよ。そして気になるポイント4つ目は、アオサギっていうのは、これは結局何者だったのかということなんですよ。この君たちはどう生きるかという映画の中で、真人血族以外のキャラクターで一番重要なポジションを持っているこのアオサギというキャラクターは、ものすごくつかみどころのないようなキャラクターなんですけど、これは一体何だったのかということなんですよ。よく鈴木プロデューサーがこのアオサギのモデルになってるとかいろんな人が言ってますけど、僕それ全然違うと思っていて、そこのところは考察編でしっかりやっていきたいなと思っています。そして気になるポイントの5つ目はですね、ラストの解釈。ラストで崩壊していく世界の中に王子とインコ大王が飲み込まれて消えてしまって、この世界の消滅と同時にアオサギも後で消えてしまいましたね。そして真人と夏子と木の人形から復活したキリコおばあさんは現代のこの日本に帰ってくるわけなんですけど、このレビューサイトなどで見てると、このラストについてなんかさっぱりしすぎて意味がわからないみたいなのが多いんですけども、これね、立ち止まって、それぞれのキャラクターの目線で一つ一つを整理していくと、それぞれのキャラクターに行動のモチベーションが
設定されてて、別の目線でこのラストの展開について見ることができると思うんですね。映画館で見てるとトントン拍子でパタパタパタっと最後終わっちゃうんで、置いていかれがちなんですけど、このラストをそれぞれのキャラクターの目線で見ていくと、解釈が分かれて非常に面白いと思いますので、ぜひ想像してみていただきたいなと思います。ということでですね、A パート、B パート、C パート、D パート、E パートということでですね、ジブリスタッフがこういう風に分けているんですけども、その分け方に応じて5つの動画を作ってきたわけなんですけども、ようやくですね、次回から考察編ということで、この解説をしながらこれは次回でこれは次回でというもったいぶってる内容を深く深く掘り込んでいくということをやっていきたいと思っているんですね。次回の予告なんですけども、この映画の僕が持っている感想を話したいということと、そして考察編でこの内容をやっていって、この内容をやっていってっていう予定があるんで、この内容はこの内容はという予告をまとめてしていきたいと思うんですね。今予定しているこの雰囲気だけお話しすると、世間一般の解説者の人がもういっぱい解説している内容の中でも、これは宮崎駿のことを知ってたら、例えばアオサギは鈴木プロデューサーではないとこれ断言できるんですけど、そういったところなどを踏まえながらですね、同じポイントについて解説をするんですけども、他の解説者とはちょっと違う解釈になってるかなとは僕の中では思っています。ということと、もう一つ誰でも解説してないんですけど、真人一族のこの家系についてですね、すごくこの物語の謎を握っていると思っているのと、あと、不思議な塔の存在と、この世界自体が何だったのかというところの考察などは、結構ね、やりがいがあると思いますので、そこのところを深くやっていきたいなというところと、あとはですね、うんことか詳しくやっていきたいですし、そして、もうこれは結構賛否あるかと思うんですけど、木村拓哉、米津玄師、菅田将暉をかませ犬にしている鈴木プロデューサーっていう話をしたいとか、あと宮崎駿はロリコンだと僕思い込んでたんですけど、この映画見て分かったのが、宮崎駿ってロリコンじゃなくてマザコンやったという話なんですけど、これは YouTube のルールに触れてしまうかもわからない内容になるかもわからないんで、話しにくい内容にはなるんですけど、ここをね、なんとか話せるようなやり方ないかということで考えながら、今まとめているんですけども、そういったことを、次回ですね、改めて予告をさせていただいて、考察編を続けていきたいということになっているんですね。ということでですね、A から E まで解説して、僕の、この解説してみてのこの解説自体に対しての感想なんですけど、いろいろコメントでいただいている通りですね、後で解説します。考察編でやります。考察編でやりますっていくつもこう、伏線を張っていくというやり方をしたんですけども、意外と自分が思っているよりも、A パートから E パートまで話すのに、ものすごい時間かかってしまったというのが正直なところでして、そこにですね、皆さんも、ちょっとお付き合いをね、強制するような形に今なってしまっているので、そこは非常に申し訳ないんですが、一つ一つのこの物語を辿っていきたいとか、例えば夏子さんがかぶら屋を売っていたと、普通の矢を売っていなかったというところとか、そういう細かいところ僕すごく気になってて、そういうところを一個の動画にするほどのボリュームでも逆に言ったらないので、この解説の中に散りばめる形にはなってるんですけども、そういう細かいあんまり重要じゃないところはこの解説編の中に入れて、ここは深くやっていきたい。このうんこの話は動画一本作りたいっていうのはですね、考察編に避けていってるとか、そういうイメージでやってるんですね。ということで、何が言いたいかと言いますと、この解説編っていうのは、正直別に誰でも別に話ができる内容だと思うんですけど、この考察編っていうのはですね、私のですね、本領発揮となっておりますので、そちらの方をですね、メインで皆さん楽しみにしていただいて、また見ていただけたらなと思っております。ということで、A パートからですね、ずっと見てくださってる、なんだったら予習編から見てくださってる皆さんも、本当にありがたいと思っているので、これからですね、考察編、皆さんのご意見などを頂戴しながらですね、このアート的な作品と呼ばれているこの君たちはどう生きるかという映画の面白さをどんどん皆さんと一緒に引き出していきたいなと思っていますので、これからも引き続きよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画も高評価ボタンを押していただいて応援いただけると非常に嬉しいなと思います。ということで、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さんご来場いただいてありがとうございました。